バーボーン。若干の設計ミスにより苦戦したものの見事立体農園の立ち上げに成功した我らがビーバー。さあ次の大規模建設は巨大水道橋、すべてを緑地化するためだ。重たい建材を担いで運べー。ただいまの進捗状況はご覧の通りの足場の建設段階。足場を建設してる最中に背後で階段を建設し閉じ込めるのが演出なビーバー。悪気はないんだろうけど閉じ込められるとかわいそうなので細心の注意を払っております。立体農園の支柱代わりの家で生まれた子供よ。大人になったらみんな大工となって労働力となるのだ。明らかに多すぎ、まあやることないよりかはマシかな。足場建設も1匹ずつしかできない工事が多くて、すでに暇してる大工さんがいるのでダムを改修。とか言いつつさらに建設作業員増やすんかーい。運搬員もちょろっと増員しました。その結果がこれである。ビーバー、ずらー。適切な間隔を空けてください。お尻に丸太が刺さると大惨事です。階段建設は仲間の閉じ込めゼロでできたようだな。いや最後にがっつりやらかしました。めっちゃ閉じ込められとるやないかーい。森へお帰り。なお合計17匹のビーバーがハマってました。そんな苦労して作った足場、ジップライン駅完成ですぐに使われなくなりました。まあこれ行き立てるための足場だしな。さあ建設作業員総出で一気に建設だー。おー。などと調子こいて建設したので丸太が6日で2000本消えました。過去に建設して現在不要な堤防を破壊して、不足する丸太をかき集めるのず。これだけでも100本以上あるし、数日持つかな？植林地もそれなりにあるしなんとかなるかな？しかし翌日には丸太在庫200本程度に。まだ3分の1もできてねえのにこのざまかよ。建材の見積もりガバガバじゃねえか。この部分の堤防を地形ブロックに置き換えればいいけど再設計がめんどい。おい。植林場の伐採指定漏れなどをチェックして丸太をかき集め中。それなりに広大な植林地があったのに育ってる丸太用の木がほとんどねえ。余裕がある時にもっと丸太倉庫たくさん作っときゃよかったよ。後の祭り。板の在庫もなくなった。苦労して作った足場よ。さらばだー。戻ってきた板533枚。お前たちは水道橋に生まれ変わるのだ。深く考えずやってた堤防の改修工事のおかげで多少だけど丸太もゲット。これで工事の完全ストップは免れることができるぜ。丸太の消費が思ったより激しかったので反省し地下貯蔵構造地へ行く。いやそれ立てる丸太がねえよ。生産量も増やすために団地裏で植林もしましょ。雑に作られた団地の裏に雑に植林する適当仕事。ビーバーが通るから夜中に葉っぱここも植林すればそれなりの数が揃うが成長は待つしかないから先が長いな。致し方なし。汚水封印してる堤防も丸太再利用したいから地形ブロックで再封印しましょ。そして工事のため開けた穴から水がダダ漏れになる中、無慈悲な換気の警告。あわわわわ、貯水が減る、急いで埋めて。だがレイムは本当の過ちにまだ気づいていなかった。建材は足りぬがあるところから順々に建設を進めろなんか喉の渇きアイコンが。カッサカサでお亡くなりのビーバーこそいないが、貯水がほぼなくなってるぞ。ビーバーの数が増えて大きな水汲みポンプに気じゃ足りなかったか。この時のレイムは気づいていないが右のポンプの労働者をワンオペ設定にしてたのも原因。大きな水汲みポンプを増設して対応だ。そして横に並べようと考えて気づく、建材がないと。無駄工事のせいでまさかの滅亡の危機。しゃあない見た目気に入らないけどここで我慢で。建材に余裕ができたら再建設しよう。そして丸太も板も枯渇して工事は停滞、植林はそこそこ進んでおります。緑地はあるのに生育待ちが辛い。緊急事態だ、松屋二葉の松も一部伐採じゃー。工事継続のために奔走する現場の親方。そして水の備蓄ゼロという状態で、換気8日が到来。みんなが喉の渇きを訴えるアイコンを掲げ出勤する地獄絵図。カッサカサにならないギリッギリで働けー。犠牲者が出てないのが唯一の救い。もう池の水そのまま飲め。かたくなにフィルターを通した水しか飲まないビーバーのために緊急時用のポンプも稼働。水生農家さん、我慢せずその水もう飲んじゃえよ。ろ過された水、それは命をとしてでも貫くビーバーの信念。とはいえこれは注意していれば防げた問題。反省し資源カウンターで今後は貯水量を常時監視いたします。うっかり防止水センサー。換気の間にここも堤防から地形ブロックに置き換え工事。丸太がねえんだわ。こんな感じでおなしゃーす。地道な回収で丸太をかき集めた。水がねえぞー。水がねえぞー。今後は貯水が減るとなります。おい。で引き続き丸太を得るための地味回収工事。
やらんと水道橋が完成せん。現在の進捗状況はこんな感じ。現在ないない言ってる割には意外と進んでた。はっはー、植林地を広げるぞー。天然地形が削られすぎてだんだん原型が消えてきた。自然を生かした景観をこっそり目指してたがもうやめだ。がっつり爆破して全部植林しちまえ有り余るダイナマイトで一気に聖地だ。戦場に赴き地雷を設置するビーバー。家建材不足で建設が滞って暇してる大工さんが土木工事の隙間バイトしてる様子です。設置完了後のどやってる顔が愛らしい。やってやったぜ感が滲み出てるぜ。ついでにちょろっと水路幅の微調整、3マス幅にして水の蒸発速度を最適化。1マス水路は蒸発がめちゃ早いので気をつけよう。なんとかカッサカサに干からびたビーバーを出さず、貯水量が上昇傾向になりました。ビーバーの干物ができなくてよかったぜ。地道な埋め立てで堤防解体。丸太が増えるね、やったね。大きなポンプが完成したぞー。これで水問題は一安心。だというのに今度は汚水がつきました。一難去ってまた一難。まあタンクいっぱい汚水あるし、汚水ポンプの汲み取り側はまだ残ってるよ。換気残り1日、ギリセーフだ。丸太3000が速攻でなくなったことを踏まえ土砂の追加の保管場所を整地。丸太がないと建設作業が全然進まないんじゃーい。見積もりミスったお前が悪い。これで段差がなくなり緑地化成功。植林して私は丸太富豪になるぞー。目指せ丸太長者。こんな感じでおなしゃーす。これが生え揃えばかなりの巨大建造物が作れそうだ。だね。換気終了間際のテンバーボーンの美しい景色を、しばしご覧くださいませ。ビーバーたちの街が、光とともに目を覚ます。いのちの水。換気開始時に貯水ゼロというやらかしはあったものの無事換気を乗り越えた。水道橋の工事の方もなんだかんだであと少しだね。これなら建設予定した場所はあと数日で完成だな。緊急時に使ったポンプの池が浅くて枯れたのでこちらも少し改修工事。丸太不足でやることないからダイナマイトで無理やり仕事を作るの巻。てかこの辺かなり適当に管理してたから、マップ限界まで掘ってメインの川と繋げるつもり。実はちょこちょこ工事してはいたがその度に忘れ中途半端になってるビーバーの案件。正直この辺細かすぎて覚えてらんないよ。くさー。植林マシマシ。無駄に多い建設作業員への転職先の雇用創出。堤防から地形ブロックに工事した部分が汚染されてるので、汚染防壁工事と、シャフトが、邪魔？ここの池もシャフトが邪魔で工事しにくいんじゃー。後先考えず適当に敷設した計画性のなさよ。こういう部分はトンネルで掘れば繋げられるかな？下まで降りる階段がいるな。家当社の秘密の技法では上からトンネルが掘れます。さすがビーバーなんでもありだぜ。水道橋の自動組み上げポンプが完成したぞー。だが動力はない。そうだった。とりあえずクラッチかまして夜間だけ動くようにすればなんとかなるかな？クロノメーターで労働時間外だけ動く設定。足場を作るのが面倒だったのでちょろっと設計変更して工事開始。うまく稼働してくれるか楽しみだぜ。前にも試した気がするけど、汚染防壁って斜めだと汚染しみるのね。覚えられない残念の当社自慢の地上トンネル工事の様子。だがどうやってるかは企業秘密。ポンプ工事が終わったおかげで丸太の在庫も徐々に回復してきております。止まってた工事も一気に完工。もともと夜間に動力を貯めることで保ってた重力バッテリーさん、夜間だけでもポンプ稼働はちとまずいかも。業務時間外になって逆に一気に需要が爆上がり、こりゃ今の動力体制じゃ維持できねえぜ。しゃあない取り前一気体制で。つか水道橋自体がまだ途中までしかないただの試運転だしな。いのちの水。地形ブロック部分に水が染みて緑地化するシステムだが、もともと緑地の場所なのでほぼ意味はない。とりあえず水漏れとかしてないかチェックって感じだよ。ポンプ側も水漏れとかなーし。資材見積もり以外は完璧工事だったな。さあ次はいよいよ水道橋を延長して緑地化開始だー。お得意の突出部を使った測量プラス高さレイヤー固定でサクサク設計していった組。ここどうやって繋げよう。これはすでに完成してる部分崩さないとダメそう。安定のビーバー脳であった。まあ多少崩すことになったけど、それほどひどい被害ではなくて一安心。ちょっとした二度手間。ここまで来ちゃえばあとは楽勝。やーっとやってだーっとやれば OK。説明すら適当だな。
プロビーバーなら宮はカラー。おい。だから柱の真上にブロック置くよりも奥側に水がないと緑地が狭くなることも多分気づいてそう。まさかの建てる前から設計の不備。めんどいから放置。手抜き悪徳施工業者。こんな感じになりそうろ。こっちの部分だけ柱が2本になってるのな。今回は丸太不足に悩まされたので、これを使って立体植林場を建設予定でございます。よく見ると下にもダイナマイトがぎっちり、整地してここも植林する感じだな。地形ブロックの柱で緑地化して、突出部と家の組み合わせで建設するつもり。こりゃまた建設に時間がかかりそうだ。行けビーバー、君たちの力で私を丸太富豪にしてくれー。ビーバー、つらー。ポンプ工事はないからこの調子ならそれほど工期かからないかな。そして立体植林場建設を開始してふと思う、もうここに植林すればよくねと、ほんとこのビーバー脳は、後先考えねえ工事ばっかしやがって。水だばー。無駄に汲み上げた水はちゃんと川に戻し、スタッフが美味しくいただきました。重力バッテリーさーん。酷使されて限界寸前。まあクラッチ切ればいいだけだけどね。本稼働前に動力もなんとかしないとだな。だね。川の水満水につき、マップ外に垂れ流しになっております。もったいないけどせき止めても溢れるだけだしな。もちろん上流のダムもご覧の通りに満水でございます。ローコストで作った割にはいい仕事してるな。なんか水道橋の工事止まってるなって思ったら、足場作っとらんかったわ。安定のやらかしだー、水道橋の下の平坦化工事の爆薬、掘る深さ一段見間違えてたー。結構な量設置し終わってから気づくこの悲しみよ。取り消し作業だけでもしんどし。頑張って再度設置予約しました。投了お疲れ様でした。復活の重力バッテリーさん。とはいえ昼間も足りてないからこのままにするのもよろしくないぜ。てなわけでやっつけ仕事で風車設置だ。超安易な解決策だな。今は水道橋と立体植林場に注力したいの。さいですか。足場の工事に手間取り爆薬設置がもりもり進んでおります。爆薬の在庫はほぼ満タン、いくらでも発破できるぜ。そして追加の植林場も整ってきたけど、すでに丸太の在庫1800まで回復してるけん。これ立体植林場いるん？必要、だよ。疑問系じゃねえか。現場が遠かったのか鉄やサビ山ビーバーが続出。一番遠くの現場を任された彼は日付が変わっても家に帰れず、彼の水アイコンは涙でできてるかもしれない。次の寒気が来たら閉めようと思ったけど、その前に爆弾設置が終わりそう。しれっと鉱山周りまで整地し始めとる。非常用ポンプのところも少し底下げしとこうかな。大工さんの隙間バイト。なおこの部分にバルブを埋め込んで水量を調整する予定です。初期に不安定なコアで吹き飛ばされた部分をきれいに埋め立てビーバーたちが人類の残した脅威に勝利した瞬間。緊急用ポンプ底下げ発破ここもだいぶ天然地形が消滅してきたな。景観的にいじくるべきか悩むねだな。寒気が来るぞー。じゃ尺も長くなってきたし設置済みの爆薬だけ発破だけして締めましょ。今回の寒気は9日か、ノーマル難易度では結構長いやつが来たな。植林地予定地、発破うっかり通勤ラッシュの重たい時間帯に爆破してしまい、盛大にラグってしまった注意不足のビーバー脳。糸かなし。てか水路の爆薬なんて点火すら忘れてたよ。長時間プレイでもう脳がドロドロになってそう。あばー。では水道橋のポンプを完成させ水道橋を使った立体植林場計画が始まったところで今回はここまで。ビーバー爆弾設置早すぎ、歴戦の兵士かよと思っていただけたら、ハイプよろしくお願いいたします。ビーバーの士気が上昇します。動力1万5000近く消費するヤバいポンプを作ったはいいものの動力のことを全然考慮してないレイム。くたっとして元気を失った重力バッテリーさんが完全復活する日は来るのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。現在見積もりを見誤り丸太と板の在庫が全てなくなるもなんとか水道橋の組み上げポンプを完成させた我らがビーバー。これで水を高い位置に運べるぞ。水源まで続く長距離水道橋を建設するのだ現在9日の寒気に入り、進捗はこんな感じ。空中からぶん投げる足場が完成し、基礎の支柱工事中。丸太と板の在庫は回復傾向だけど、今の設計で建設するとまた資材足りなくなるかも。まあバカでけえしな。
てなわけで水路部分は突出部&防水フロアから地形ブロックに素材変更だ。まだ支柱部分の工事中、今なら設計の変更ギリ間に合うぜ。基礎となる突出部も限界まで節約。耐久性なさそうなずさん手抜き工事。ビーバー建築基準を最低限満たしゃよし。突出部が少なすぎて怖え。地形ブロックは3マスまでなら支えがなくても大丈夫。だから多分大丈夫。水が染みたら崩れそうな見た目だ。取り間こんな感じかな？こんな感じ言われてもわからんが、突出部が減ったから板はかなり削減されてそうだ。あ、これもっと資材減らせる。品質なんぞ気にしねえ。たっとったら永年の悪徳施工業者が誕生。そこまで悪質じゃないよ、多分かよ。これが今の私が考えうる、ギリッギリ健在の水道橋だ。工事の工数も減ったから完成も早くなるかな？設計やり直しで30分、地味に疲れたよ。お疲れさん。設計は完成させた。さあビーバーたちよ、完璧な施工で私の設計が正しいことを証明するのだ。設計通りに建てれるかな？さてビーバーが建設してる間は葉っぱでもしてのんびりして待ちましょ。葉っぱジャンキーのチルタイム。などとゆっくり待つのは性に合わねえ。足場前までジップラインを延伸だ。ゆっくりしてないゆっくり実況。土砂の運搬効率を上げるため連続組み上げポンプ前に、土砂を取り寄せる用の資材置き場を設置。運搬員が運び建設作業員が使うリレー方式。さあチームワークを駆使して、サクッと水道橋工事を進めるのだ。はっはー。水道橋が完成すればここも緑地化される、立体植林場予定地の整地も同時に進行だ。そういや立体植林場作るうんぬん言ってたな。以前遺跡解体に使ってたけど今は無用になってたジップラインの駅の接続を解除したことで土砂採掘機前の接続ポイントが確保できたので、さっきの土砂を取り寄せ資材置き場前に駅を追加。現状土砂運ぶの公領区経由の遠回りだったんだよな。もっと早く作っときゃよかった。後の祭り。駅も完成してものすごい勢いで建設が進んでおります。建設足場も完成してるから、この調子なら数日で水道橋の延長が終わりそうだ。ものすごい勢いで建設作業員が土砂を運び、ものすごい勢いで運搬員が補充するの見てるだけで楽しい。あっという間に土砂枯渇しても、あっという間に補充されるのが頼もしいぜ。見事なチームワーク。完璧なお仕事。はっぱー。ビーバーたちに負けてられん。私も完璧な葉っぱを。2個もミスってんじゃねえか。地下まで植林場にはしないけど、1階層目から植林予定なのでアクセス用に橋建設。働け働け我が精鋭、全力で行けー。地上と空中を巧みに使い分け、効率よく作業を進めるビーバー。だというのにお前というやつは、みんながせっせと働く中がっつりサボっております。立岩が同胞、仕事がないというのなら私が作ってやろう。てなわけで水道橋建設と同時進行で立体植林場の建設も開始だ。測量開始。今回も家の上に地形ブロックを乗せる工法を使うつもり。家の上に限界まで地形ブロックを乗せるとこの範囲。これと水道橋の緑地範囲を考慮した設計を目指すよ。結構難しそう。設計思想としては水道橋の柱から土砂ブロックを突き出させその上に突出部&土砂。でそれで届かない部分を家でカバーする感じになりそう。これなら必要な突出部はこれだけで済む。丸太板鉄の消費は極力抑えられそうだな。当社自慢の建材節約のローコスト設計。ただ家建てるにはマップ端っこなのでアクセス悪し、駅は目の前に作ってあげましょ。ドアブードア。2階層以降も地形ブロックを追加でせり出させれば斜めでの接続ができることを確認。だがこの後忘れて足場でゴリ押しする。ほえで植林するための森板の詰め所を設置しようとしてふと気づく、置き場所がないと。駅の隣は階段が邪魔で無理。終わった。駅の位置とか変えて考えるもうまくはまらない。っていうか並べるとジップラインも通せない。地形ブロックもこれ以上は伸ばせないしこりゃ困ったぜ。斜め移動も無理か。発想の転換、森板の効率は落ち植林面積も減るが詰め所を奥に設置しよう。これならジップラインの邪魔にならん。こんな感じになりそうろー。階層ごとのひな形ができた。あとはこれを積み重ねるだけだぜ。しかしここまで作って気づいてしまう。ジップラインが邪魔で土砂ブロックがせり出せないと。これはもう完全に設計ミスと言わざるを得ない。1時間もかけて設計したのに。意図かなし。畜生あと1マス天井の高さに余裕があればなんとでもなったのに、全部やり直すぞー。
限界ギリギリを狙いすぎて建設許可が下りなかった、悲しきローコストハウスメーカーの末路であった。てなわけでダブルロッジの上にロッジを乗せて、高さを一マス上げて再建設することにしました。ぐぬぬ。2階に上がる階段の位置とドアの位置が合わぬ。はい、またやり直し入りまーす。建設前なら壊さなくてもドアの位置くらい変更させてよ。仕様です。立て直し時にひらめいたので新技術を導入。空き部分に垂直シャフトを使い動力が通るようになりました。だが使用用とは考えてないビーバー脳であった。この螺旋階段の見た目気に入ってたのに、駅は設置できるけど階段が邪魔で森番の詰め所に入れない。また欠陥住宅かよ。ぐぬぬぬぬー。1階をロッジにして2階をダブルロッジ。でこう駅前の方にすれば駅に隠れる感じに。これならアクセスも確保できて見た目もそれほど悪くなさそう。しかしこうなると。畜生また最初からやり直しじゃないかー。がっつり設計作り込んでは白紙に戻すを繰り返し、レイムの MP はゴリゴリ減少していったのであった。さっき設計した時はここに走らなくても平気だったはずなのに、なぜか地形ブロックが設置できない。めんどいからもうここ柱ありでいいや。冷静な判断力を失ってしまったビーバー脳。とりあえず、こんな感じになりそうろ。ネックだった2階層目の駅の設置も無事できた。ただこの設計だと支柱となる A 部分が完成しないと、地形ブロックも建設できないのでこのままじゃ建設不可。なので駅を消して家建てる用の足場を建設。もう効率なんて関係ねえの納金ゴリ押し足場だ。では隣にも同じものを。あれ？はい、左と建物の間隔が一マスずれてます。畜生くさ家の位置が一マスずれてた。柱が必要になったのもこれのせいか。問題を棚上げした結果2度手間。これが悲しきビーバー脳の定めであった。さあ超疲れたけど設計完了。お座りしてたビーバーよ。仕事を作ったぞ。今度はお前たちが頑張る番だー。なおちょっとビーバーの仕事作るだけのつもりが、リアルで2時間もかかった地味ムズ設計だった。これが完成すればかなりの丸太が生産できるね。森番の詰め所のビーバーがこれ完成したら職を失うのではないかとそわそわしてます。その可能性は否定できぬ。立体植林場建設現場へのジップライン建設ついでにちょいと道も整備。地味に遠くて深夜残業ビーバーが多発。新しい工事現場できたのにまだサボってる子がいるね。まあアホほど建設作業員の小屋あるからな。建材ケチりすぎて同時に作業できる場所が少なくなっちゃったのも失敗だったよ。逆に足場のあるこっちの作業は7日足らずでほぼ完成してるぜ。踏む子の足場を使う作業は終わったようだ。ブリスカご苦労だったな。さて若干板の在庫も心もとない。早速買いたい。おい待てまだ上にブリスカが。ああなんてひどいことを。よし、これを今回のサムネにしよう。やったねブリスカ、YouTube デビューだね。うっかりミスだけどいい絵が撮れました。そして時は動き出しブリスカはどこへともなく消えていった。彼のその後を知る者はいない。元気に暮らしてるよ、多分。足場がなくなり現場も遠くなったのでジップラインを見直し工事。現在お取り寄せ駅と接続して工事の効率アップ。最前線にも駅を作りそこからさらに追加の足場の建設を開始。完成したら水路の延長工事もはかどるぜ。いい感じにジップラインが整備され、サボりビーバーが絶滅して作業員はフルスロットルの大繁盛。ビーバー、ずらー。遠目で見るとこんな感じ。ビーバーたちがわちゃわちゃ作業してる姿は見てて飽きないな。かなりごちゃついてるけどジップラインもいい感じに使ってくれてそうだね。だな。いのーちの水。9日間の換気が終了。って今回まだ9日しか経ってねえのかよ。設計こだわりすぎた&ビーバー建設早すぎの結果であります。ジップラインのつなぎ直しでルートが確保できたので、こちらの足場も撤去して資材に戻しましょ。廃材使い回しのドケチ親方。はい、ロッジ完成したからルート確保のためここの足場も撤去ね。夜中にやるなよミニキーだろ。反省してまーす。そんな反省の気配すら感じられないビーバーの暗くてロッジの完成を見間違えていた。ほえ水道橋の追加足場工事が終わるまで同時作業ができず、またビーバーたちが暇になりそうだ。立体農場も足場のうっかり破壊で建設工事が停滞中。よろしい、ならば3階層目も同時に建設するぞー。何度もミスって設計し直しを繰り返したから、1階層追加の設計なんてあっという間だぜ。ってちょい待てー、森番の詰め所が建設できないじゃないか。答えは簡単。真上に水路があるからです。じゃ見た目若干ダサくなるけどもうここでいっか。めんどくさくなったダメ親方。
そして家を設計してる途中で気づいてしまう。これ地形ブロックの高度限界一マス足りてないと。これが無計画なくるみサイズのビーバー脳だ。畜生ここまで作ってさすがに最初からやり直しは無理だなおロッジ一つ削れば地形ブロックも置けなくないが緑地範囲は少し狭くなります。もうこれでいいや。意味もなく繋いだ動力シャフトを森番の詰め所で隠蔽した偽装建築のずさん施工。見えてねえから多分大丈夫だ。こらこら。駅も完成したので上からぶん投げ工事もできるようにクレーン代わりの橋を建設。しかし完成した地形ブロックの下はさすがのビーバーたちも工事不可能。すでに MP 切れのレイムさん、もうまともな状況判断ができない状態であった。行けビーバー、数の力で一気に全てを完成させるのだビーバー、ずらー。あとはのんびり建設風景でも眺めてまったり待ちましょ。だな。水道橋工事の足場を高度限界まで延長。中身がスッカスカ水道橋はローコストだから足場ができればほぼ完成したようなもんだぜ。なんか建設進まないなぁと思ったら、ロッジまだ完成してなかったんか。やっと気づいたか。先行して家完成してた部分はジップライン駅が完成。で駅横に新たに3階層への足場を建設。足場だけでも工数多いな。無理な設計がたたって、かなり工事しにくい建造物になっちゃったよ。やっべ、地形ブロックは上から投げ込み工事するとハマるんだった。シーズン6のデスマウンテン編で植林場作った時にもやらかした案件であった。地道に工事の一時停止。したけど時はすでに遅し、個別に足場を作って対応しなきゃだよ。一つの突出部作るためだけにこの足場。などと個別の指示出してる間に水道橋の足場が完成。さあ延伸工事を始めるぞー。あっちへこっちと奔走する匠。待たせたなビーバーよ。新たなお仕事の時間だー。これはそこそこやりがいあるお仕事になりそうだ。だと思ったんだけどすぐに帰ってきたビーバー。大工仕事は奪い合い。2階層目から工事できそうなのにやってくれないので夜な夜なこっそり足場を発注。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。上の分投げ用足場もない方がいいかな？長時間プレイでもはや正常な判断力を失っている、くるみサイズのビーバー脳であった。この部分なぜか建設してくれない。原因不明だけど一旦取り消して再指定してみるか。だがその後なぜか建設指示すらできなくなったの巻。原因不明の問題を探ってたらさらなる問題が発生するとは。くさー？建設途中の部分を取り消して再度設計し直しなどもしたけどなんともならず。ビーバー建築基準法には従ってるが手抜き工事すぎてついに行政からの停止処分が来たか。そんな。もうこれでいいや。ニッチもサッチもいかず業を煮やし、超適当な工事でごまかしたずさん施工するレイムであった。こんな足場本来いらないはずなのに、ってこれ壊せるんかーい。散々悩まされたのに、これ多分バグの類だ。寒気が来る前に立体植林場がちゃんと緑地化できるか確認したいので、水道橋の途中に堤防を建設。理由はわからない。だがここに足場を作るぞ。花粉症の頭痛と長時間プレイでもう完全にバカになってるビーバーのぐぬぬぬ、この足場はこっちにも橋を作って中央のロッジを建設する予定だったのに家の階段が邪魔。じゃあ家の階段の建設予定消せよ。めんどい。何度もやり直し設計を行ったことでいつもの5割増しでわがままになってるレイム。ぎゃー。いつもは効率にこだわるくせに、もう完全に納金ゴリ押し足場広報頼りになってる親方。そんな感じで工事の進捗がはかどらない中寒気の警告。水道橋は気持ちいいくらい進んでるのに、立体植林場の方はどうにも足踏み状態。水道橋ポンプ、スイッチオン。理論上はこれで立体植林場が全て緑地化されるはず。植林場に建てたロッジでビーバー増加、無職が増えたのでさらに建設作業員増しまーし。すでにしれっとビーバー459匹、目標の500匹も気づかぬ間に到達してそう。終了時間外になり組み上げポンプが稼働。動力節約のため稼働してるのは一列のみ。その結果がこのありさまである。使用時間になっても植林場まで水来てないじゃないかー。昼間は光力区の動力使うからポンプは停止な。また夜まで待たなきゃだよ。ほんとあんたらって子は、安定の立ち往生。はよ森へお帰り。はい、休憩は終わりだ。先ほど建設始めた足場がもう役目を終えました。今回も7日程度しか使ってなかった模様。やっぱ早いなスッカスカ水道橋設計。ジップラインも延伸してサクッと進めちゃいましょ。次のサイクルで水源まで到達できるかもしれんな。夜のいのちの水。暗くて見づれー。
が立体植林場が緑になった。こんな感じになりそうろ建設現場がぐっちゃぐちゃで収集つかなくなってるが、立体植林場完成すればしっかり使えそうな感じだな。予想以上に苦戦してるけど一応なんとかなりそうだね。こっそり3連起動にしてたので手動で停止処理っと。お前何こっそり3連起動にしてんだよ。そんなことしたら、重力バッテリーさーん。重力バッテリー度の撃沈。水道橋が完成しても動かすための動力は全然足りなさそうだ。まあ水道橋に水車か風車でなんとかなるっしょ。適当だな。真ん中のクレーン代わりの橋、やっぱ階段が邪魔でダメか。ダメと分かってても実行してやがる。お前もう頭バグってるから休んだ方がいいぞ。あばー歓喜が来るぞー。では設計不具合やバグっぽい挙動に翻弄されつつもある程度進んで換気になったので今回はここまで。今回の換気は7日間、まあ楽勝だな。朝一番からダッシュで現場に駆け込むビーバーが可愛いと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。ビーバー、ずらー。あんな植林場完成したら俺どうなっちまうんだと戦々恐々する森版ビーバーなど気にせず工事を進めるレイム。大規模工事も進み様変わりしていく街。果たしてこの先ビーバーたちにどんな運命が待っているのか？そして暇そうな大工さんたちに新たな仕事は生まれるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。自動水汲みポンプをフル稼働させ水道橋に注水を開始するも重力バッテリーさんが撃沈してしまった我らがビーバー。水道橋注水で緑地化テストは成功したが立体植林場の建設は難航。頑張って大規模事業を完遂させるのだ現在の現場はこんな感じ。7日間の換気に突入しても何の影響もなく黙々と作業をしております。総ビーバー数も450匹を超え、大工さんを総動員して数の力でゴリ押し中。で前回脳がドロドロの状態でプレイした結果、現在足場が偉いことに、ルートがなくて建設できてない場所を襲う。しかし今日の私は絶好調、サクッと問題点を修正じゃー。復活したビーバーの立体植林場工事と並行して水道橋の延長工事もできます。ビーバー脳がマルチタスクに対応しました。設計は前回と同じローコスト工法を採用。突出部を要所のみに使う、ビーバー建設基準法違反切りの設計。こんな感じでおなしゃーす。ちょいちょいサボってる建設作業員も出てたが、ほぼ全員出動での土木施工が始まった。なんということでしょう。一マス柱がずれています。悲しき施工ミス発覚。ご安心ください。当社はアフター補修の体制も万全でございます。柱の上下にトンネルを掘り足場を崩し、崩落させ作り直した。水没予防に一段高くしたかったけどジップラインが邪魔でできなかったからハッパー。これで水没したら失笑もんだな。もう水安定してるから平気。お次は立体植林場の角がギザギザなのが気に入らなかったので、家で支柱を作る追加工事、などと始めちゃったらまた面倒な設計が必要になった件。角の部分に陸地が飛び出るとダサいので、突出部と足場で螺旋階段もどきっぽい感じで対応した。てなわけでこんな感じで建設よろ。これでまたビーバーが数十匹単位で増えそうだ。無職が増えそう。建設作業員も飽和状態で、あれだけ仕事あってもサボってる奴がいる始末。サボる子は夕飯ベリーの系だよ。そんなわけで運搬員の拠点を、建てまし。非常に今更ですが製品版で追加された施設のコピー機能で建設。で運搬員の動きを見てたら、元遺跡のスクラップ置き場にせっせとスクラップを運んでおりました。完全なる無駄作業。廃止。半月くらい前にバンジージャンプ台作って、とコメントいただいたのを思い出したので建設。思い出すの、おっせー。丸太倉庫がいっぱいなので水道橋の高さアップの工事を開始。組み上げポンプをフル稼働したら今の深さだと溢れます。多分かよ。夜間の組み上げポンプ稼働で重力バッテリーさんが充電できてないので大きな風車を増しまーし。丸太は余ってるが板の在庫が少ない。製材所をフル稼働させないと工事に影響出ちまうぜ。こんな感じでおなしゃーす。これだけの量があれば昼間の光力の動力不足も安心だぜ。上から見るとこのように左右対称のデザインとなっております。いや一箇所足りてないぞ。どやった画角で完成図を見せつけた後に、こっそり修正した安定のビーバー脳であった。下打ちすな。頑張れ重力バッテリーさん、あと少しで増援が来るぞ。重力バッテリー殿、撃沈。ほんとあんたらって子は、下から建設すれば安全なのに横着するから。森へお帰り。
ああ。こら好きあらば閉じ込めるのやめなさい。くさなどと色々やってるうちにバンジージャンプ台が完成。なかなか景色の良さそうなスポットがオープン。てなわけで早速初バンジーと参りましょうか。歓喜の最中とは思えない青々とした街並みがお出迎え。それでは、レッツバンジー。ばー。いたー、足首ひねった。紐なしバンジーには浅すぎだったな。良い子は調子こいて飛び込んで怪我しないように注意してね。水道橋の足場建設がだいぶ進んで参りました。次の工事くらいでマップ端まで到達できそうだ。立体植林場もだいぶ形になってきたね。少し欠けてる場所があるぜ。ああこれ作業指示ミスで絶対に建設できないやつだ。地形ブロックは向き間違えるとこういうこと起きるから取り扱いには注意だぜ。MP 回復してフル稼働中のビーバーの過去にやっつけ仕事で作った地下水道が整備中だったことを思い出す。蒸発しにくい効率良い3マス幅への回収、すっかり忘れてました。ここの底下げ工事も同じゃーす。板不足で暇してる大工さんの隙間バイト。松屋に用に取っておいた松だけどマップ端っこで利便性悪いので撤去することにしました。さらばマップ最後の天然林。なぜ前回の私はここに一マス隙間を空けたのだろう。知らねえよ。こうして夜中にこっそり施工ミスの隠蔽作業を行いながら、7日間の歓喜が過ぎ去っていった。いのー、ちのみずなんやかんやあったが7日間でかなり工事が進んだぜ。作業優先度最低にしてるけど今ここが一番忙しい模様。こりゃ板不足で他の作業止まってるぜ。鳥間立体植林場の完成した部分の植林でもしましょ。1階層目の植林範囲はかなり広め。2階層以降はちょい控えめとなります。つか現状丸太5000本近くあるから立体植林場いらん説もある。それは内緒だよ。底下げの塗装工事、はっぱー。これで平坦化完了、もう一撃加えればマップ最下層だぜ。水道橋工事の最前線はこんな感じ板ない言うても工場はフル稼働しているので、それなりの速度で建設が進んでいる模様。ビーバーの数が491匹、9匹住めるトリプルロッジを建てよう。これで500ビーバーだ。しかしすでに空き家が9匹分あるのでこのままでも500ビーバー達成可能。算数できないビーバー脳であった。青たがりだ。すべてを奪い取れー。世紀末ごっこしておりますが、麦過剰生産によるただの生産調整です。麦撤去後は蜂に刺された顔パンパンの農家さんがひまわりに植え替えしました。手でガサガサして種を植える姿が愛らしい。キュートなお尻も可愛い。こらそれはセクハラだ。ごめんちゃい。そしてこの日フィーバーしたビーバーたちにより、500ビーバーの実績が解除されたどー。普通に開発してただけで目標達成しちまった。次の目標はどうする？ 50 サイクル生き延びるとかあるよ。まだ24サイクル、さらに倍開発とかこの世界どうなっちまうんだよ。すでに暇そう。おい。なんかおかしいなと思って確認したら、板不足の影響で一部作業手順がおかしくなってました。基礎建設する前に上の地形ブロック埋めちまったのか、これじゃ下の基礎工事ができず作業止まるわけだ。地形ブロックが邪魔で下への作業できないしこれどうしよう。補修工事で悩むビーバー脳。この高さまで補修用の足場作るとかめんどくさすぎなんだけど。ゴリ押しで進むなら足場と階段連打になる状況。しかし板の在庫は3枚のみ。しかし今のレイムは MP がまだ余ってる状態。ナイスなひらめきでこれを回避。邪魔になってるブロックの爆破で OK。これなら板も不要だぜ。発破して無事工事続行。危ういところで工事の遅延が避けられた。誰だここに余計なブロックを埋め込んだのはあなたの指示です。そして気づいてしまう。すっかすかのローコスト建設が売りなのに、前回建設した部分がっつり余計なブロック埋め込んでたと。設計がバカバだな。っていうかこの部分の基礎の突出部いらなくね？ただでさえすっかすかの基礎がまだ削減可能だったけん。中の人が A 型だからこういう適当は許されんのじゃ。修正してデザインを統一するぞー。などと言いつつ資材再利用したいだけである。で資材回収&不要なブロック撤去のために、基礎部分に道を敷き支柱にトンネルを開けることに。地味に大変。そしたら埋めすぎたところを足場を作ってその上をトンネルで採掘よろ。板がないからこれも地味に時間かかりそうだ。マップ端っこの底下げ工事、完了だー。水には困っちゃいねえがビーバー増えたしこういうのあると安心するぜ。重力バッテリー殿、勤労ご苦労。ギリ稼働中、風車が止まると終わりです。風車の工事優先度上げろ。
無駄な水道橋の改修工事に板使ってる場合じゃねえ。地熱エンジン水没防止堤防の見た目が雑だったので修正工事を。お前これ水没防止の工事なのに。いわゆるやっても歌でございます。くるみサイズのビーバー脳なのでこの手のやらかしは日常茶飯事。はい、修正工事終わったところは板回収してね。作業しては撤去して再度組み立てる自転車操業。当社はアフター補修の万全の有料企業であります。そもそも補修しなきゃならねえずさんな工事をすな。ぐぬぬぬぬ。水道橋追加工事のための足場工事。板不足だけどなんだかんだで工事は着実に進んでおります。大重力バッテリーさんがだいぶ復活してる。塩分の風車体が間に合った。まだ完全体じゃないけどだいぶ出来上がってるね。動力不足が解消だ。てなわけで工業区を整理して製材所を強化しました。丸太はアホほどあるから好きなだけ板にできるぜ。そんな順調に見えた工事に暗雲垂れ込める、またどうしても埋められない穴が開いてしまったのだ。前回も謎バグで埋められなくなってたよな。まあ前みたいに足場で支えて埋めて、それから足場だけ崩せばいけるかな？これ PC の再起動でも治ることあったぜ。風車が完全体になったどう？動力供給が需要を上回り、重力バッテリーさんもフル充電だぜ。裏面の修正工事が進んだ。今度は表面、当社のアフター補修は完全保証。ってこんな面倒くさいことできるか逆切れする悪徳施工業者。幸いここにはまだ水来てないし、ダイナマイトで壊して作り直しましょ。二度手間。すまぬビーバーたちよ、作ったばかりで申し訳ないがぶっ壊して作り直してくれ。ローコスト建設を謳う親方。でも見た目のためならコスト度外視でもやる謎のこだわり。歓喜が来るぞー。修正工事してただけでもう歓喜来ちゃったか。今回は9日、ちょい長めだ。爆風に気をつけろー。真横歩いてても問答無用の大爆破。さて足場のおかげで埋め立てできたので足場を撤去、ってあれ？前回はこれでいけたのになぜ？私が基礎となる突出部入れ忘れてただけだったわ。バグとか関係ねえ。ただのお前の施工ミスじゃねえか。てへー。立体植林場がほぼ完成したので足場を撤去。板の在庫も900程度に回復しました。夜中がこっそりハッパー。さすがにそこは昼間やったらビーバーも吹っ飛ぶ。水道橋実験に使った場所が邪魔になったのでトンネル使って解体します。足場を崩して崩落作戦。お前ら、暇そうやなー。建設作業員多すぎなんだからなじってやるなよ。なんなら無職も43匹もいるぞ。これはお仕事を作ってあげねば。意味はないが汚水の湧き水の封印を、堤防から地形ブロックで綺麗に整地するのだ。マップ端っこの長距離無駄工事、徹夜の作業者続出しそう。水道橋工事の背後に立つ無名の英雄、その働きは永遠に語り継がれよう、さらばだ。現在の基礎技術を生み出した実験場よ、ありがとう。って感じに綺麗に解体したかったのにお前というやつは。一個設置忘れちゃった、てへ。おい。よっしゃー、施工ミスの修正が終わったどー。無駄に埋められていた地形ブロックが綺麗に取り除かれました。あれ？もしかしてこれ、なんだよまた施工不良か？この突出部なくても強度に関係なかったわ。ローコスト工法を謳う親方、完成後にもっと節約できたと気づいたのず。てなわけで追加の修正工事、不要な突出部をさらに削りその下を爆破して解体。水道橋のスッカスカレベルがアップ。誰だここの突出部施工したやつは、一マスずれてるじゃないか。犯人はお前だ。そうだった。てなわけで夜中にこっそり設計して、水道橋のとりあえずの放水口までの工事を予約。その結果グゲブムさんが足場から落下し、基礎の突出部で立ち往生で強制野宿になった。我らは仲間を見捨てない、最優先で救出作業に当たれー。突き落とされたグゲブム、空中浮遊で無言の抗議。飛べるならもう自分で降りてよ。あの目力、めっちゃ抗議してるぞ。ごめんよー。最後の天然林、知らぬ間に消滅。全部丸太になりました。今更ながら効率アップのため土砂板丸太を取り寄せ。作業終盤なのにほんと今更だな。下のブロック撤去のため上のブロックをハッパー。その結果、水だばー。まあそこならポンプでまた上に組まれるだけだ。でも立体植林場がカッサカサでございます。改修工事終わるまで成長一時停止、つか7500本も丸太余ってんぞ。追加の堤防工事だ、倉庫を開けろー。ビーバー、ずらー。もう少し間隔を空けて移動してください。前のビーバーのお尻に頭が突き刺さってしまいます。それがビーバー界の日常。嫌な日常だな。いいよー。
血の水。立体植林場に緑が復活。はい、堤防工事を延長。我らの精鋭ならばこの程度1日で終わらせちまうぜ。はい、命の水。換気9日間が終了、水道橋完成まであと一息だぜ。動画の尺的にそろそろ締めたいけど、ここまで来たら水道橋完成させたい。延長戦入りまーす。おらーお前ら、キリキリ働けー。ビーバーたちは働き者、休んでるように見えたらそれはお前の指示待ちだ。じゃ優先度下げるけど地下の水道広げといて。地下ルートがなくて前指示した工事も手つかずだ。てなわけでルート確保工事ついでに資材不足で仕方なく横向きに設置したポンプの移設も実施。水道橋には組み上げポンプ全力稼働に備えて重力バッテリーを大量増設。こんな感じでおなしゃーす。バッテリー一気に歯車40個必要。これ以上は歯車不足。だというのに一気歯車20個使う大きな風車を連打しちゃうのがうちのレイムさんだ。建設する速度より速く歯車を生産すればいいのです。無茶ぶりを館。水道橋工事は最後の足場も完成。この先端から水が落ちて下の湖に流れ循環するサンダーン。風車完成、1800馬力。しかし残念、自動水汲みポンプは1機700馬力、3機分にも満たねえんだわ。よろしい、ならばバイプッシュだ。脳筋ゴリ押し風車連だ。こりゃあっという間に歯車なくなりそう。水車も設置はできるけど土台に足場使うし、ポンプが稼働してないと回らないのよ。動力を得るための動力がない。で歯車の生産が間に合わず在庫消滅、紅葉区の上を整地して歯車と板を増産することにしました。まあそうなるわな。こんな感じでおなしゃーす。現在ある工業区の隣に増設しただけの手抜きストロングスタイル。そろそろ大規模工場作る時期かな？翌日には稼働を開始しおまけで製紙工場も追加しました。大きな風車は紙も使うもんな。夜中にこっそり水汲みポンプをフル稼働。風車が増えて夜間は地熱エンジンのパワーも加わりギリ供給可能。そして水汲みポンプフル稼働の結果、水だばー。こら。無駄かもしれないかと思ってたけど、3機フル稼働だとそれなりの有料を出せるね。そんなことよりはよ対策せい。それではせき止めてた堤防を撤去。水道橋、ついに開通だぜ。3度目の命の水。地形ブロック支柱工法により、大地が見事に緑地化されております。コーナー部分も溢れることなく無事流れ、目標地点に到達。そこそこ見応えある滝ができたぜ。こちらが新名所、しょぼい滝でございます。しょぼ？この高さなら私、いける。ばー。いたー、足首ひねった。それさっきやっただろ。ほんと学習しねえビーバー脳だな。しょぼい滝も下から見ると結構迫力あるぜ。てかこの突出部3つだけで水路作る工法、我ながら素晴らしい出来じゃない？作るの大変だったけど学ぶことも多かった工事だったぜ。さて水道橋のお披露目は終わったけど霧のいいところまでは作業続行しますか？はい、追加の水車連打入りまーす。地下水道の拡張が終わってたので足場を回収。現在歯車大量生産で板が若干不足しております。エマージェンシー、採掘担当は至急退避してください。おま水安定してるから水没しないとか言って削り取った場所じゃねえか。なんてこった。緊急放水で水位を下げろー。原因は一体なんだ。そりゃ水道橋から流れる水で川の流量が増えたから、上流の方も放水しましょ。水道橋のロマンだけ多い、排水のことを全く考慮してなかった悲しきビーバーの川の水位が落ち着いたので地下鉱山排水のために自動水汲みポンプを設置。意味なく動力をつなげてた家のシャフトが予想してなかったところで役に立った。てか3機稼働だと昼間の動力全然足りてない。このままでは動力バッテリーが持たない。夜間になれば動力プラスになるけどこのままじゃ明日には動力切れに。スカ有料多くて困ってんならまずはそれを止めろよ。そんな当たり前のことすら気づけないとは私としたことが何たる失態。いやいつもそんな感じだろ。重力バッテリー殿、撃地イン。工業区の重力バッテリーは別管理だから生産に影響ないが、水道橋の真の完成への道のりはまだまだだ。こんなに風車あるのに。自動排水開始。スクラップの在庫もここにあるので鉄鋼量は完全に停止。水道橋に水が流れるとお取り寄せの資材置き場も沈むので、撤去のついでにジップライン駅の再建地行く。
移動中ビーバーが瞬間移動で閉じ込められるのを避けるために夜中にサクッと設計した。てか駅が増えすぎてもう管理しきれてません。くるみサイズのビーバー脳では、高度な経路計算は荷が重い。私にできるのはこれくらいだよ。脳筋ゴリ押し風車ドーン。立体植林場の多くがやっと成長したので伐採区画を設定。やっと30日経ったか。こんな感じになりそうろー。かなり手こずったがやっと完成だぜ。これでもう丸太に困ることもあるまい。丸太枯渇フラグ？違わい。メープルペストリーの在庫増えないなぁと思ったら、パン屋半分稼働させてなかったわ。おまこれ何サイクル気づいてなかったんだよ。覚えてるわけなかろう。逆ギレかよ。荒ぶった、心を癒す、働くビーバー。字余り。逆方向からも、ビーバー、ずらー。足場の上に風車を乗せ下から組み立てる、はまり防止の安全工法。排水が完了して鉄鋼量が再開。自動水汲みポンプは水がないと自動停止するから、無駄に動力食わないしこのまま置いといて良さそうだ。ポンプ一気稼働だとしょぼい滝さらにしょぼくなったのず。しょぼ？風車も増えて重力バッテリーさん完全復活。フル稼働でまたすぐ落ちそう。汚水機が来るぞー。では水道橋が完成しずらっと風車を増築しつつ汚水機が来たので今回はここまで。3連自動水汲みポンプのフル稼働あともう少しでできそうじゃん、と思っていただけたら、ハイプよろしくお願いいたします。嬉しいです。前回のやらかし連続で自己承認欲求が著しく低下したので、完成した立体植林場でどうやって承認欲求満たし中。おい、水道橋を完成させ無駄に強力な3連ポンプを稼働させるためずらっと大きな風車を並べたレイム。しかし建設ビーバーは次の仕事をまだかとお座り待機。次回はどんな大規模事業に着手するのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。多数の施工不良や設計改良で手こずりながらもなんとか水道橋と立体植林場を完成させた我らがビーバー。3連自動組み上げポンプのフル稼働で重力バッテリーさんが陥落したりとトラブルも多いが開発をやってくどー。現在の現場はこんな感じ。汚水機7日間に入ったが対策済みなので特に変化なーし。まずは水道橋の水位を調整するため、堤防と有料調節バルブを追加。水門でも構わんが使ったことない有料調節バルブを採用。コメント欄で水道橋に水車設置がよく話題になってるので、ちょろっとだけできるよの解説。少し工夫すればこんな感じでさらに上に風車も乗せられるぜ。遠目で見ると全く映えないので水車の導入は悩むねー。つか足場一つで板6枚がきついから、今の生産量じゃちと厳しいぜ。まあ3連ポンプフル稼働しなきゃ動力余ってるので気が向いたらやりましょ。だな。てなわけで生産力を上げるため今回は紅葉区をがっつりテこ入れ予定。現在建設予定地を検討中でここは将来水道橋を伸ばしたいので目印つけましょ。はい、この道の部分はそのうち水道橋工事するので、ここを避けて紅葉区を作るどー。未来を見据えた都市開発。ではここを埋めて平らにして紅葉区を、ってやっとやめたー。今日もうちのレイムさんは情緒不安定。こんな感じでおなしゃーす。埋めるんじゃなくて掘る方針に変えたか。建設作業員の小屋の高さでフラットにしましょ。ビーバー、ずらー。前回500ビーバー超えたこともあり、仕事に飢えてた建設作業員がずらりと登場。夜中にこっそり追加工事。夜中にやるなよミニキーだろ。紅葉区の整地のついでに、地下採掘場の周りを水没防止のために盛り土工事。地下鉱山、無限に掘れるのはいいが基本の高さが変えられないので水没すると地獄。そして工事途中で気づく、もう一マス広くすれば地下貯蔵庫置けるじゃんと。この後結局掘って広くした。建設作業員フル動員でビャーっと工事中。小屋前でサボってるビーバーゼロ、効率よく作業できてる模様。はっぱー。あれ？おかしいぞ。声が、遅れて、聞こえて、くるぞ。早朝の500ビーバー通勤ラッシュと被っちゃった。さすがにこの数になると PC も処理落ちするな。やっちまったー。一段低く掘りすぎたー。始まったばかりなのにビーバー脳はもう処理落ちしてる。埋め直すのはめんどい。切り川の水は溢れないから問題は棚上げで。おい。一個爆破し忘れた。処理落ち激しいビーバー脳。続きの整地作業はトンネル使って崩落させて工事します。この大きさならダイナマイトでも良さそう。
まあ爆薬と生成物の節約にはなるからこれはこれでありだよ。トンネルに使った板は後で回収できるし。さいですか。ついでに上の台地もうめうめ。なお使用用とは全然考えていない適当仕事。地下鉱山壁を高くした影響で緑地が解除されちゃったので、支柱と繋げて水分を下に送れるように回収。最終目標の完全緑地化のためここは妥協なし。さあ我が精鋭よ、キリキリ土木作業に励むのだ。颯爽と爆薬を運び穴を掘るビーバー。だというのにお前ら2匹は、精鋭といえど所詮ビーバー、致し方なし。今夜はそこで野宿して反省せい。なお翌日救助用の階段が完成して無事脱出できました。川側の壁を高くするためジップラインの駅回収。地味修正。しかし高さが足りず真横に新駅建設。お前ほんと無計画だな。紅葉区建設予定地の隣の岩場を崩落させろー。しれっとそこも平坦化してたのな。意味はないから伝えるまでもないかと思ったけど急に地形変わってるとあれと思われそうなので叫びました。どうでもいいところで律儀だな。いのちの水。命の水が換気なのか間の終了をお伝えしました。では紅葉区建設予定地の平坦化の仕上げだー。これで紅葉区の建設がやっと始ま、ちょっと待て、横繋がったままだぞ。ご安心くださいそこは準備に抜かりなし。側面切り離し用のダイナマイト、はっはー。みんな逃げろー、岩が崩れるぞー。訓練されたビーバーなのでこの程度避けるのは朝飯前です。良い子は真似すんなよ。壁が高くなったのでもう水没しないと思うけど、念のため排水用の自動組み上げポンプを再設置。緑地化解除されてた場所も、追加の盛り土のおかげで無事緑が復活しました。さて紅葉区の開発をと思ったけど、川の形が歪で気に入らなかったのでもう直角にしましょ。細かい。などとやっててふと気づく、小麦も小麦粉も在庫ないじゃんと。一向に紅葉区の開発が始まらねえな。ビーバー総出で作付け変更、初期から育ててたジャガイモを刈り取って小麦にするのだー。食料自体は在庫あるけど、立体農場の作付け超適当だったから生産量を見誤ったぜ。500ビーバー超えて単純に食べる量も増えたしね。そこも小麦植えるんで早くどいてもらえません？前歯が地勢のビーバー、満足いくまで研ぎ続け気づけば夕方になっていた。お前は待ってやらん。哀れ試作強制終了。で道も整理して無事小麦の作付け指示ができました。まあ定時過ぎてるから植えるのは結局明日だ。道の修正の関係でポンプも壊して一マスずらして整列。言わなきゃわからんような修正多いな。流量調節バルブが完成、流量制限ができるようになりました。自動水汲みポンプは水位が一定になると止まるので、水車発電をすることになったら使うことになるかな？これで紅葉区の基礎平坦化工事が完了だー。やっと工場の設計が始まるぜ。まずは地下鉱山で集めたスクラップを精錬する工場を真上にワンフロア作ろうかな。近いと運ぶのが楽。しかし気づいてしまう、この高さじゃジップライン通せないどころか精錬所も建てれへん。ダメじゃねえか。下手に作ると今後延長予定の水道橋の建設の邪魔になりそうと思い、先にこちらの設計をすることにしました。今回は一本足の下が緑地化される設計が採用されました。そしてふと思う、最初に作った水道橋もこの設計でよかったんじゃね？と、後の祭り。こんなんなりました。すでに下に川が流れててほぼ緑地化されてるので役立たずと言わざるを得ない何かの設計が完了。自動で水性農場に水が流れるよ。いや現状自動ポンプで組んでるし。いつか役に立つ多分かよ。で水道橋の邪魔にならないように精錬所を並べてみたけど致命的な問題が発覚。一体何が起きたんだ？遠くから見ると全然映えない。ビーバーたちにはどうでもいいことだが動画投稿者としては致命傷。なので地上部分をそれっぽくするため、地下貯蔵庫ズラーにすることにしました。隠し材が5000ずつ保管できるようになる予定。コメント欄でよく螺旋階段は使わないの？って言われるから今回は螺旋階段を使うぞー。当チャンネルは皆様の応援という生命維持装置で動いてます。上の階層を作るための支柱は今シーズンで気に入った家を使った工法を採用。またビーバーが増えるね。やったね。で測量をしてたらもう一マス川幅を広げたくなったので設計途中だけど一旦工事を開始。見切り発車、出発進行。ではサクッと発破して設計の続きを、手も地下倉庫いくつか完成してる。ビーバー仕事早えな。そんな感じで河川工事してたら地下倉庫ほぼ完成しちゃってました。ここまでできちまうともう設計変更しづらいぜ。
家を使った改装構築はもう手慣れたもんだけど、家に入るためのルートの確保に少し手こずったよ。入れない家なんて施工不良どころか建築界のギャグだぜ。そしてここまで作って気づいてしまう、2階層に登る螺旋階段繋がってないじゃんと。はい、2階に入れないギャグ入りまーす。泣きながら2階層をがっつり崩した。螺旋階段はこの建築のコンセプト、妥協は許されないぜ。こんな感じで無事螺旋階段が設計できました。まあみんなジップライン使うと思う。設計思想の全否定やめてよ。これだけスペースあればそれなりに工場が建設できそう。この高さなら遠くからでもビーバーたちの働く姿が見れそうだ。では工場の配置を決めるぞ。おー。失敗した。私は失敗した。効率よく鉄を精錬したいのにほとんどの場所をすでに倉庫で埋めてしまったのボケ。もうこれ鉱山の上に作っちまおう。工業区整地めっちゃ頑張ったのに結局そこに建てるんかーい。こんな感じでおなしゃーす。これでいいのか感が若干するが、まあ移動距離は短いからいいか。動力は垂直パワーシャフト連打だー。超簡単な納金設計。2階層は板と歯車生産に特化、ビーバー転落防止用のフェンスをつけてこんな感じにしましょ。安全確認、よーし。さらに突出部を使い3階層目の設計を開始。地形ブロックが横3マスならせり出せる性質を利用して、建材を減らすドケチ施工する親方。そしてここまで作ってまた気づいてしまう。螺旋階段作り忘れたと。ほんと学習しねえビーバー脳だな。しかも3階層の基礎の突出部と被ってる。おわた2度目の階層がっつり丸々撤去。自業自得だがレイムさんの MP がゴリゴリ削られるやつ。そして基礎の突出部が少し複雑になったけど、なんとか螺旋階段の設計ができました。で3階層は木材加工場と今まで作ってなかった印刷所。ビーバーが本を読む時代に。イヤホン食べて消費しちゃうから稼働は完成しても当分させないよ。それもうただのオブジェじゃねえか。印刷所で使う紙を作る工房を隙間にねじ込み作り込み中、今更ながら動力繋がってないことが発覚。がっつり作り込んでからの修正は地獄。っていうか前列全部繋がっとらんのよ。地形ブロックの繋がりのため掘れないし、1階建ての工場だから道をまたいで接続もできねえ。ありゃー。設計済みの3階層を巻き込んで爆散。ビーバー脳も熱暴走で爆発寸前だぜ。泣きながら作り直した。涙でビーバー脳が冷却されたね。やったね。やったね、じゃないよ。へへ。でちまちま作り込み3階層に資材と完成品用の倉庫も設置。やらかしも多かったがなんとかやっと形になったぜ。こんな感じになりそうろー。これなら遠くから見た時も存在感あるな。それなりに映える見た目になりそう。完成が楽しみだぜ。そしてここで油断した私、がっつりやらかしてしまう。なんだよ今度は何やらかしたんだ？録画を忘れた。致命的なやらかし。意図かなし。てなわけで撮影のために未来から戻ってきた私は知っている。このロッジは水没する。ああ確かに今の水位なら水没しないが満水になったらこれダメなやつだ。でもこれを壊すということは。はい3度目の正直入りまーす。私の MP はもう枯渇寸前よ。まあ完成後に修正するよりかはマシだぜ。そして支柱部分を修正し終わる頃には元の形を忘れちゃったけん。散歩歩いたら全部リセットされちゃう小鳥並みの記憶力。あと建設開始前に水道橋の工事部分の仕事優先度を下げておきました。これで工場建設の方が優先で施工されるぜ。ビーバー、考えー。ビーバー、ずらー。うっかりで掘りすぎたこの段差が悲しい。建物建てちゃったし対岸を削るしかねえかな。全体像はこんな感じ。立体植林場の一番上に足場を作って上からぶん投げ工法。いつものやつ。足場が完成したぞ。皆の者を、キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。建材は十分ある。一気に作り上げろー。先んじて建設し終わった工場を一時停止に設定。まだ動力が来てねえ。勝手に働こうとすな。手の空いてる子はこっちの水道橋の工事を手伝って。ローコスト設計とはいえこれもそこそこ工数かかるぜ。そうだ裏のこの部分、足場がないんだった。録画ミスった時もここ忘れて建設遅れたのに、やり直し撮影でも忘れちゃうのがビーバーの寒気が来るぞー。今回の寒気は9日間。すでに結構できてる。寒気終わる前に余裕で完成しそうだ。いやむしろ寒気が来る前に完成させなさいよ。罰として寒気の間24時間労働だー。鬼の所用。
24時間労働で娯楽施設が使えない状況になったので、泥場を解体してポンプに置き換え。一応雑な感じで空き地に泥場を追加で作ってあげた。まあ完成しても使う暇ないが。再建築の際にうっかり地形ブロックの矢印の向きを間違えちゃった。このままだと一生建設されないやつ、MP 切れてる時にやりがちなミス。あんた前歯かけてるわよ。いやお前が農地広げた時に剣巻き壊したからだろ。そうだった。新興陽区の建設が完成したので足場を撤去。24時間労働開始から2日目でのスピード施工。こんな感じになりそうろ。これで24時間労働から解放されるな。いや7日間連続24時間労働の実績があるから、このまま換気終わるまで不眠不休で働いてもらうよ。いや換気9日だし、2日多いぞ。おまけです。いらねえよそんなおまけ。近くで見ると、こんな感じになりそうろ。最上階は水道橋が邪魔でジップラインの駅が奥に設置できてないな。ジップラインの桁を使えばいけるけど進む先がまだない感じ。さいですか。さてビーバーたちを24時間お座り待機とか虚無感がヤバそうなので、倉庫建設のお仕事を追加発注。あと工場の数は適当なのでカウンターを作って、80%以下稼働、100%で停止みたいな自動化をする予定。全部設定するのはなかなか骨が折れそうだ。お座り待機ビーバーなーし。地獄の24時間労働が続く。カウンターだけではやりたい自動化設定できないので、上に建設しようとするも足場作るの面倒で却下。結局逆サイドに平置きで済ませちゃう MP 切れの匠であった。お座り待機ビーバーがおるな。貴様は片付けでもやっとれー。倉庫に空きがあるのでこのまま稼働させててもよかったが、割とどうでもいい理由で撤去作業を開始。さらに追加のお仕事を発注。大きな風車をがっつり造成越。さすがにこの数で最高速にすると画面がガックガクに。ビーバーズ上の不満アイコンが、24時間勤務とか聞いてないと暴れてるのず。誰だここにリレー設置したんは、これじゃ自動化できんだろ。犯人はお前だ。あと必要なのはメモリーな。そうだった。換気明けまで暇だからハッパー。雑な理由で細かい修正工事。そろそろ追加の水道橋も完成させようということで建設優先度はアップ。そっちはまだ工事終わってなかったのな。ここはとりあえずバルブで水位を調整予定なので、水が逆流しないように工事前に堤防で塞ぎましょ。旧工業区の倉庫も整理して少しずつ買いたい。今までご苦労様でした。空きベッドが26あったので、その隙に500匹記念に建てたロッジを買いたい。今回も家増えてビーバーの数がしれっと550を突破。哀れの塾になるビーバー。今は24時間労働中やぞ、寝るんじゃない。疲れ果ててぶっ倒れてるんだ。これぐらいは見逃してやれよ。失敗した私は失敗した。貯水バルブ、水生植物が邪魔で設置できない。結局堤防を一マスずらして作り直す2度手間を経て、貯水バルブの工事が行われた。お前、ひっまそうやなー。24時間労働の束の間の休息を邪魔してやんなよ。じゃ余裕ありそうだし、今度はこのうっかりやらかしちゃった段差の平坦化するぞ。また無駄工事が始まった。てなわけで建設作業員の小屋を適当に仮移設。さすがに通勤遠いからちゃんとしたのそのうち建てようぜ。並行して旧工業区の解体をさらに進めようと思ったんだけど、シャフトが分断されるのでどうしたもんかと悩み中。ごちゃごちゃでどれがどれだか。細けいことはいい、まずはぶっ壊せ、後から整え休む。MP 切れで思考力低下中のビーバーのもう正常な判断ができないドロドロ状態。でさらに追加でこっちの緑地化してない部分も崩落させて平坦化じゃ考えるのが面倒になり葉っぱで緑地化を目指す破壊神が降臨。こんな感じでおなしゃーす。段差がなくなれば水道橋の効果でここも緑地化されるぜ。新たな建設作業員の小屋の完成を待ちつつ、少しずつ平坦化予定地の作業小屋を撤去。だいぶここもスッキリしてきたな。でも次何建てるかは決めてないよ。おい。いのー、ちのみずー。24時間労働の辛い9日間の換気が終わった。みんなよく頑張った。今日は特別に休暇をやろう。ほんとご苦労。平均50くらいだった幸福度も39まで目減りしてる。ゆっくり休んで英気を養ってくれ。明日からは16時間労働だよ。束の間の休日で幸福度が10回復した。干ばつ明け祝いの葉っぱー。だというのにまた中途半端に音が鳴らない例のあれ。では気を取り直して大崩落祭りじゃー。こっちも換気の間に工事終わってたのな。第2
はほらーく。あとは繋がってる部分を落として観光だな。ああ、爆薬設置忘れた。おい。続きまして追加建設した水道橋への注水開始。いの水流れるの、おっせー。パワーが足りない。あとお前風車のサイズミスってんぞ。ああでは紅葉区が完成し追加の水道橋に注水を開始したところで平坦化作業に勤しむビーバーを見つつ今回はここまで。1、2時間分録画し忘れて絶望しましたが、頑張って再度録画し直しました。ご褒美にハイプをなしゃーす。24時間労働9日を乗り越え巨大建設を完成させ実績の解除も成功したレイム。資材供給の安定化に成功し在庫もたっぷり。次回はどんな大規模工事を行うのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。毎回のように設計に難儀したり録画をやらかしたりしつつも24時間労働の地獄の中新紅葉区を完成させた我らがビーバー。1日休暇でリフレッシュ完了。さあ今回も大規模開発張り切ってやってくどー。まずはめんどくさい工場の生産量管理の自動化。めんどくさい言っちゃったよ。MP が回復してる録画開始直後じゃないとちょっとこれは無理です。おい。向きいい、仕事場の一覧、自動化オンの表示が出せるんならここでも設定できるようにしなさいよ。理不尽なクレーム入りまーす。どのメモリーがどれ管理してるか名前変更したり面倒なんじゃうるせえ。リネームする際に日本語入力にして戻すの忘れてた。なお自動化設定は在庫が 100% になると工場が停止し、80% になると操業再開する設定となっております。仕方ないので一つ設定してからその設定のコピーを1件ずつ全部やった。どこに何立てたか覚えてられないビーバーの多分どっかでミスってそう。そして爆薬工場の自動化設定中にふと気づく。これ動力途中で途切れてんじゃんと。自動化以前のレベルでミスってんじゃねえか。てへーミスったつながりで大きな風車と間違えて作った小さい風車も、撤去してシャフトの修正工事をしましょ。こんな感じでおなしゃーす。これまで別系統で扱っていた動力も、今回の工事で一元管理に切り替えた。さあキリキリ動力回収工事に勤しむのだー。いやビーバーたちは前回お前が指示した割と意味のない整地作業で大忙しだ。そうだった。それ終わったらシャフト工事よろしくね。ほんとお前はビーバー使いが荒いな。いやいやそれほどでも褒めてねえよ。元紅葉区の動力の地中化に貢献してくれた天然の穴を埋め立てしまーす。あの15サイクルワンダー実績のために積み重ねた工夫の思い出よさらば。とりあえずシャフトが繋がり動力の一元化成功。需要量は超えてるけどいまいち動力出てないぜ。今日は風が弱いのかな？重力バッテリーさーん。風車が止まってもりもり下に下がっております。まだ余裕あるけど少し危うい。元建設作業員の小屋の場所、葉っぱこれで対岸の紅葉区の高さと同じレベルになったぜ。低くなったことで緑地範囲もいい感じに広がったね。お次は重力バッテリーの増設工事。下準備のシャフト工事入りまーす。でもって今までシャフトだった部分を撤去してバッテリーずらー。こんな感じでおなしゃーす。これだけあれば多少風が止まっても余裕で乗り切れそうだな。前回崩落させようとして忘れてた部分、葉っぱそういや爆薬設置忘れて崩落失敗してたな。この少しずつ崩れていく感じがたまらねえ。安定の爆破ジャンキー。綺麗に削り取ったことで隣の緑地化されてない部分が気になりだしたけん。一応完全緑地化も目指してるからそこもやらないとだ。水道橋の支柱の設置面より高い場所は緑地範囲が狭くなるので、設置面を一マス盛り土。今緑地化されてない部分も削る感じか。直線的にすると雰囲気が壊れるので今回は自然っぽさを出すために不規則な形で整えます。匠の腕の見せ所。こんな感じでおなしゃーす。綺麗に緑地化できるか楽しみだぜ。ビーバーの夜明けおい。38匹分も従業員不足だったので、ポツンとあった老舗の運搬業者を買いたい。だが子供ビーバーがたくさんいるのでむしろ職場足りてない、算数できない残念なレイムさん。追加の水道橋から注水できるようになったのでここのポンプを提出と。節約。さあこっから先も緑地化するため、水道橋を伸ばしていくぞー。できたばかりのビーバーの像も撤去、使延長するならそれ最初からいらんだろ。なんで建てたんだろ。考えなしかよ。
思い出した。水道橋を延長するんじゃなくて、ここに巨大な貯水湖を作って緑地化する予定だった。開発計画忘れてたのかよこのビーバー脳が、壊されたビーバー像に謝れ。さあ1000円。おい。てなわけで今回はこの辺りを巨大な湖にする、大規模工事を行います。道を敷いて緑地化予定地もマーキング。水道橋完成時に洪水が起きてずっとこのダム放水モードだったので貯水するように再設定。つかずっと水捨ててたんかい。水耕栽培の池に水が来てない。水道橋の意味がねえ。こっちは一マス分水あるのに差が激しい。謎の仕様。なので流量調節バルブをやめて水門に変更します。これでも調整できそうだが水門の方が確実だな。この程度の作業ならサクッと工事完了よ。だが壊されたビーバーの像の再建は即日では終わらなかった。ごめんよ。重力バッテリー殿、新規着任完了いたしました。快晴、風速良好、これで当分動力に困ることはないぜ。風強い時なら需要の倍以上の馬力出てるね。動力が安定したので操業停止中の工場も再稼働、もちろん自動化も設定。毎日100発くらい発破しても平気そうな体制になった。では爆薬も準備できたので巨大ダム湖プロジェクト開始、まずはこの辺りを全部吹き飛ばします。正直そんなに水いらねえだろ。ビーバーにとって巨大ダムは夢と情熱の塊、反論は却下だ。おい。あとここの湧き水の水源を湖につなげることで、水系をまとめて管理できるようにする狙いもあるよ。水位管理が楽になるに越したことはないな。で湖の水位も湧き水に合わせることにしたので、周辺の土地の高さを溢れない高さにならします。初手からアホほど爆薬を使うの巻。固定の深さは現在の水門に合わせ、湖にする部分はトンネルで掘ってがっつり崩落させるぞー。なかなかに広い範囲、こりゃしっかり準備してから工事しないとだぜ。なので工事現場前にジップライン駅を建設。まずは駅を作るための経路開拓から。その手前の駅に資材を取り寄せ予定、建設場所確保ついでにダム建設で使った足場を撤去。景色に馴染んで気に入ってたから少し残念。こんな感じで必要な資材を近くまで運べるシステムを構築。これが完成したらトンネル掘りだぜ。一足先に、上の工事をなしゃーす。しれっと緑地化のための追加工事も発注されております。緑地化するため発破などと言っておりますが緑地化されてません。湖が満水になれば緑になる。そうなんだろうけど湖できたら様子見て見た目ももうちょいなんとかしたいぜ。見た目にも気を使った方の緑地化発破はい原因不明の爆破音なし発破。見た目も少々気に入らなかったので追加で削ろっと。細かい修正入りまーす。夜中にこっそり駅を増築。夜中にやるなよ、っていつもなら言ってるところだがビーバーが水道橋の基礎にはまると一大事なので仕方なし。この場所も建設時の事情でかなり迂回しちゃってるから作り直しましょ。で作り直したけどそんなん変わらんかったわ。超微妙。その結果、翌日大量の爆薬を持ったビーバーたちの大行列ができた。いやなんかすみません。裏でめっちゃ文句言われてそう。さあ崩落作業用のジップライン駅が開通したぞ。崩落させて巨大な貯水湖に作り上げるぞー。今回崩落させる範囲はこんな感じ。湧き水と汚水ドレーンは壊せないので周囲はそのままにします。湧き水やドレーンが崩落できちゃうと色々とまずいもんな。トンネルの範囲が決まったので壁と切り離すための爆薬の設置も予約。一撃じゃトンネルの深さまで削りきれないからもう一回設置だな。湧き水部分はついでに汚水だけマップ外に流す機構を新規で作ろうかとも思ったけど、今回は周りを崩すだけに。まあやりたきゃ湖作った後でもできるしな。こんな感じになりそうろー。割とあ岡系の大規模工事になったな。予定としてはこのサイクル中に終わらせるつもりなんだけど、またビーバーに24時間労働させる気か。普通にやってもいけるよ多分。どうだか。夜中にこっそり固定平坦化の基礎工事発注。夜中にやるなよミニキーだろ。そして夜明けも近いのにまだ働いてるビーバーたち。現場が遠すぎて帰れない哀れなビーバー、不満いっぱいのアイコンを掲げて抗議しております。それじゃここに飲み水用のタンク作ってあげるよ。これでもっと働けるね。優しさが1ミリも感じられねえ。でもこれで喉の渇きが癒されるならよしだぜ。水中で作業する愛らしいビーバー。喉が渇いていても川の水は決して飲まない誇り高き種族。がっつり建設依頼出したからあとは見守るだけだね。でも普段はあまり見られないビーバーの水中作業だから、見てるだけでも結構楽しいぜ。手の動きとかこちょこちょしてて可愛い。ビーバー、
ずらー。資材置き場の駅のおかげでスムーズに工事が進んでる模様。作業員もめっちゃいるからかなり良い進捗。とはいえ1日で掘れるのはこんなもんだよ。まあ同時に作業できる数は決まってるから、他工事と並行して地道にやるしかねえぜ。小規模ながら葉っぱその小規模葉っぱすらミスってごまかす、これがくるみサイズしかない残念なビーバーの。湖の水がなかなかたまらんと思ったら、がっつりマップ外に捨て取りました。毎日花鉱山水没させて緊急排水してそのまま放置されてた。水分補給用のタンクが完成したので利用状況を確認中。結構使ってくれてるみたいだな。旧バージョンは朝一番にみんなタンクに群がってたけど今のバージョンは給水用にタンクあった方がいいのかな？運搬員の手間が増えるが、あった方が良さそうな雰囲気はあるな。てなわけでグリルドポテトも運んでもらうことにしました。少しは腹ペコ作業員の数も減るかな？夫無職が11匹も、作業員増しまーし。工業区に作られた家で生まれた子供が、大人になってきたようだな。平坦化作業の時に端壊してそのままだったわ。うちの破壊神は壊すだけ壊してよく忘れる。創造神も兼ねてるので許したまへ。はい、そこ爆破するから急いで急いで深夜山ビーバーご苦労様。交通量多いから深夜爆破でも注意が必要だぜ。で崩落切り離し用の爆薬を設置してたら汚水器警告。汚水ドレーン周辺もいじってるがまあ何の影響もあるまい。汚水器前の進捗状態はこんな感じ。結構な広範囲だからもっと時間かかるかと思いきや、本当に1サイクルで作業完了できそうだ。ゆっくりしてないのが当社の売りですので。自己否定かよ。滝部分の水の溢れ方がキモかったので葉っぱじんわり染み込んでるの見ると、水蒸発してそうで精神衛生上良くないぜ。汚水器が来るぞー。そしてやってきたのは汚水器5日間。短い。やべこれの雨季までに観光できるか怪しい。あと5日か。湧き水部分の掘り下げ、予定地まで掘削完了。無言でごまかすなよ。トンネル工事もあと少し、暇ビーバーが出ないように固定の平坦化作業を追加。基礎になる足場は事前に埋めといたから複数箇所から同時に作業できるぜ。もちろんトンネル掘削が優先だからこっちは優先度低いに設定しとくね。暇なやつ、よろしく頼むぜ。やべ汚水器終了まであと2日、作業急げー。工期が迫り焦って優先度をマックスまで上げる計画性の低いうちの親方。などと土木工事に勤しんでいたら、いつの間にか丸太が1万になってました。丸太富豪誕生、つか他の資材もかなり溜め込んでます。盛り土工事増しまーし。作業員多いからこの手の作業もマジ早いな。そして汚水器終了残り 0.4 日で無事予定していたトンネルでの掘削工事が完了。汚水ドレーン周りの汚水の滲みが気になったので汚水防壁工事と、細かい修正入りまーす。いのちの水。短かった汚水期終了。さあ貯水湖改造の仕上げといこうぜ。では上の地形を支えてる足場を一気に破壊じゃー。一部範囲の返却される板だけで3300枚。これだけでこの工事の規模のデカさがわかるぜ。よしこれで足場は全撤去完了ね。重みに耐えきれず一部分が崩落した。ファイナルフェイシャル、爆破フェイシャル爆破でニキビでも潰すのか？五感がいいから叫んだだけだー。おい。つかなんか崩落ミスってね。あとはあいつ。やっちゃったてへー。おい。人間に対して深い憎しみを持った瞳をしております。悪気はなかったんだ。注意力が足りなかっただけなんだよ。まあそれはそれでダメだと思うぞ。ここを切り離せばある程度崩落すると思うんだけどな。大体で工事を続けようとする安定のビーバーの王。湧き水と汚水ドレーンがあるから、崩落させ方がなんか複雑でわかりにくい。こりゃ観光するにはもう1サイクル必要だ。ゆっくりしていってね。やかましい。では貯水湖の大規模工事がそれなりに進んだところで、一匹取り残された哀れなビーバーを見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、応援よろしくお願いいたします。元気の源です。資材も労働力も十分に余裕があったのに工事を敢行することができなかったレイム。複雑な地形だが無事工事を終わらせることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。完全緑地化を目指し貯水湖の大規模工事を始めたはいいがうまく地形を崩落させることができなかった我らがビーバー。
工事の段取りミスって一匹ポツンと立ち往生。我らビーバーは仲間を見捨てない。今すぐ助けに行くぞー。人類に対する深い憎しみを感じる瞳をしております。若干眉間も険しく見えるぜ。わざとじゃないんだ、許しておくれ。いやー、一体どこが繋がってて綺麗に崩落させられなかったのやら。湧き水と汚水ドレーンは破壊できないからそのあたり壊さないとダメそうだ。アップね、ここ一列ずれてたわ。前回の動画内で気づいてた君は名探偵だ。てなわけでここを固定と同じ深さまで掘り下げます。こうして汚水期明け初日、施工不具合の改修工事が始まった。なお現在の固定はこんな感じ。瓦礫の山。トンネル掘りに使った板は再利用するからこれらの回収もよろしく。今回もお仕事てんこ盛りだぜ。救助活動は時間との戦い、仲間を助け出すまで帰宅することは許さんぞー。24時間労働再び。救助活動に参加しない子も道連れ残業。深い絆で結ばれたビーバー、一匹のために全員が徹夜で作業を続ける。そんなみんなの頑張りで翌日夕方やっと救助ルートが完成。帰宅ルートが完成したがなかなか帰らない、お前に対しての座り込みの抗議活動だな。助けたんだから文句言わないの。夕飯ベリーの刑にするぞ。こうして渋々ながら座り込みをやめ英字に着いた。救助完了、24時間労働もこれにて解除。救助以外の作業員もお疲れ様でした。24時間労働の結果、帰宅ルートには大量の爆薬の設置が完了していた。汚水ドレーン上を、ハッパー。今まで見えていなかったドレーン本体発を広め、そしてじわりと汚染のシミが浮き出した。汚水ドレーンはやはりダイナマイトでも破壊できないか。過去の人類が生み出した謎金属はめちゃくちゃ硬い模様。深夜残業お疲れ様っすー。サビザンビーバー。16時上がりの職場なのに徹夜で作業する。やったー、社畜の鏡だよ。つうかこの作業現場が遠いから、夕方に作業開始しちゃうと帰る頃には夜明けなんだよな。街の中心を新たに作ってやるのが正しいのかもしれないけどめんどい。おい。てか街の中心作って街を分けると運搬に労力取られるから、結果建設作業員増やした方が良かったりもするしね。さいですか。微妙に緑地化で出てない部分を掘り下げハッパー。水道橋の高架範囲に入り、綺麗な緑地になりました。ちょい角張ってるけどいい感じ。瓦礫の撤去遅れてるよー。優先度アップ。長期間放置すると消滅しちまうから急いで回収だ。暇ビーバーが出ないように固定の平坦化作業も同時進行。事前に足場となる部分を埋め立てておいて、暇になったら一気に左右を埋める工法を。崩落予定地と壁をつなぐ部分、これで採掘完了だー。これで湖と繋がった、って全然崩落の兆しが見えないのだが。水面も見えてるしこれで崩れると思ったのに、端っこも中途半端にしか緑地化してないし。微妙。地道に地質調査して崩落しない原因を調査中。どっかが繋がっててそれが支えになってるのでそれを探す。ここなんかはもろ繋がってるから追加で崩しましょ。追撃ハッパー。水中やら見えない場所で爆発しててほとんど見えねえ。以上、湖の水位が上昇して左側がいい感じに緑地化したの報告でした。爆破中途半端だったからって話そらしてんじゃねえよ。てへ。汚水ドレーン周辺の切り崩し工事のついでに、汚水の滲み対策も依頼。目標は完全緑地化なのでこの赤いモヤモヤはよろしくないぜ。やっとわかったわ。崩落ミスの原因これだわ。汚水期明け6日、気づくの、おってー。水源の周りの水門を崩さないように考慮して掘ったつもりが変に考えすぎてた模様。言い訳すな。でサクッと追加のトンネルで掘削完了。さあいよいよお待ちかねの大崩落だぜ。やったー、数匹残ってるが関係ねえ。崩落始め、自力で切り抜けろー。崩落成功、固定に光が差したぞ。その結果がこのざまである。わざとじゃないんだ許しておくれ。嘘をつくな嘘を。絶対に復讐してやると固い決意をした瞳をしております。ごめんよー。急いで救助に向かわせるから許しておくれ。長い橋が2つも必要。これはちょっと時間かかりそうだ。最優先でよろしく。汚水ドレーン切り崩しのハッパー。支えが減って一部が崩落。少しずつですが着実に削れております。申し訳ないんだけど救助のため24時間労働を。しれっと週2で徹夜命令を出す人でなし。救助ルート完成。って何寝てんのよ。あんたのためにみんな寝ないで仕事してんのに。待ち飽きて寝ちゃったか。
あんたって子は、みんな頑張ってるのに、さっさと家にお帰り、明日は仕事だよ。ブチ切れた仲間のビーバーにトントンされてもそのまま爆睡、なんとも自由奔放なビーバーであった。切り崩し工事の葉っぱいいところまで来てるが完全崩落へは未だ至らず。多分追加でここを掘り進めれば綺麗に崩落できるはず。汚水器明け8日も経ってる、前回からやってるのになかなか作業が終わらねえ。そういえばこの湖には地下鉱山がありますが、地形ブロックで完全に塞ぐことにしました。使えないこともないが普通に遠くて利便性悪いんだわここ。追加工事開始2日後、無事トンネルでの掘削が完了。これでやっと綺麗に崩落できるはず。それではベアッと足場を撤去して、崩落祭りじゃあ。ちょっとミスってるところがあるが大部分が削れたぜ。気持ちいい。おっと左側も同時に葉っぱか。いっけー。おおやっとこれで完成のめどが立ったぜ。あとは一つ崩し忘れたところを削って瓦礫の整理だね。固定の平坦化ももう終わるところだ。そしてふと気づく、加工された板の在庫がゼロであると。この前の自動化でやらかしたか？いや手動で止めてただけでした。いつも通りのビーバー脳であった。ラスト1個の葉っぱの準備が完了。綺麗に崩落できましたこんな感じになりそうろー。これでやっと見た目が地味な湖改修工事から解放されるぜ。湖の改修工事が終わったら何が始まるかだって？新たなる湖の拡張が始まるのさ。地獄。この工事でもう一つの湧き水の水源と一元化します。ついでにここも緑地化できてないから爆薬設置よろしく。この辺りも緑地化できてないが崩れる予定なので問題なし。自動化設定 100% 倉庫いっぱいで停止設定にしてたけど、99% に変更しました。100% だとビーバーが数枚運んでるだけで工場が稼働したままになるのでやや微妙だった。この設定変更により暇ビーバーが出たので建設作業員の小屋を増しまーし。さあビーバーよ、地下を掘り進みつつ、壁との切り離し作業も進めるぞー。前回の工事で得た知見で要領よく作業を指示する親方。ビーバー、ずらー。今回もアホほど多い作業量の上、見た目も地味仕事だけど頑張ってくれ。おっと湧き水周りの掘削依頼忘れてたわ。前回できてたことすらできなくなってる。これが悲しきくるみサイズのビーバー脳の実力。しっけーな。水だばー。巨大な湖満水。って施設に影響は出てねえが溢れちまってるぞ。湧き水一元化がされれば収まるよ多分。多分かよ。寒気が来るぞー。今回の寒気は6日間か。短めのやつだな。寒気初日の進捗状況はこんな感じ。おお結構進んでるな。こっちの作業始めて5日経ってるのでそれなりにトンネル掘れております。壁の切り崩し工事も順調に進んでおります。あともう一撃加えれば、固定と繋がる予定。ただ順調じゃないのは板の在庫、最後に一気に崩したいけどそれじゃちょっと足りなさそう。さっきまで倉庫ほぼいっぱいだったのに、もう3000枚も使っとる。崩落しない場所選んでちょろっと回収しときましょ。はっぱー。湧き水周辺、採掘、量多し。汚水ドレーン周りの汚水の滲みが気になる。完全緑地化のためこれもなんとかするぞー。こうして汚水ドレーン完全封印実験が開始された。汚水だばー。問題はねえがドレーンの中汚水詰まってたようだな。ではこんな感じで追加で盛り土して、汚水防壁の取り付けよろ。これで下の赤い滲みも消えてくれるはず。だと思ってた時期が私にもありました。納得いかん。裏側はちゃんと消えてるのになぜ？謎現象で地面と接続してないと汚水防壁が機能しないとかかな？そんな予測を立てて下の部分を追加盛り土することにした。換気終了まで 0.5 日、進捗状況は、微妙？はい取れ高が足りません。延長線入りまーす。いのー、ちの水。これといった見た目の変化もなく換気が終了。小規模だけどうさばらしに汚水ドレーンの上をはっぱー。2日換気明けでもこの貯水量、水道橋のおかげもあるがかなりのもんだな。なお、さらにこれだけ拡張されます。ノーマル難易度なのに明らかな過剰スペック。じゃビーバー増やして飲み干してやろうか？やめろ PC が重くなって落ちるぞ。で汚水の滲み対策工事はここまで埋めたら滲みが消えました。中の汚水が乾いて消えたとかの可能性もありそう。とりあえず見た目が気に入らないからここ埋めといて。はまらないようにちゃんと奥から工事頼むぜ。こうして汚水ドレーン完全封印の儀がつつがなく終わりました。綺麗な四角になりました。換気明け4日目定時、まだ作業終わらず。
マップ端っこってこともあってビーバーたちもかなり苦戦してるようだ。夜明けでも半分くらいの作業員の小屋の明かりが灯ってるけん。サビザンビーバーたちが今日もやりがい搾取されてて哀れ。朝日が眩しい。さあ出社の時間だ。ひでえ。そんな中トンネルを掘るのに使う板の在庫が枯渇、崩落しない場所を選び一部を回収。加工した板の生産再開の件もあるが、板6000枚で足りなくなるとは規模でかすぎたな。納期は次の寒気か汚水期、なんとか工事を終わらせてくれー。動画の締めは寒気明けか寒気始まりにしたい謎のこだわり。だというのにこのタイミングで汚水期警告ですよ。はい、あと3日で観光してください。うわぁ、このまま撮影が伸びると、丸屋の朝定食の時間に間に合わなくなるめっちゃ個人的な理由で問答無用で24時間労働入りまーす。そんな霊夢の無茶ぶりに応え、ギリ残り 0.3 日で工事が完了。朝定食終了時間切りに滑り込みお昼ご飯にする。これ貧乏人の知恵。おい。お水期が来るぞー。今回のお水期は4日か。短？貯水湖の水位は満水、超楽勝モードだぜ。では最後の締めに、大崩落祭りじゃー。おー。やっはー、投げ払えトンネル掘りに使われた足場が撤去され、重みに耐えられずついに崩落フェーズへ突入。こんな感じになりそうろー。小屋がれきの片付けだけでお水期終わりそうだ。かもしれぬ。では葉っぱで壁との接続部分を切り離してがっつり崩落する様子を見ながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。若干更新が早くなります。つかこの部分切り離し失敗してるぞこのビーバー脳が。糸かなし。2回連続の映えない湖拡張工事をなんとかやり遂げ、2つの湧き水の管理を一元化した霊夢。次回はこの貯水を活用する巨大建設を行うのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。チェンバーボーン。モッドコンペティション。王公式でモッドのコンテストとな。優勝賞金750ユーロ、日本円で約14万円。受賞者には手作りの木彫りのビーバー像が贈呈されます。これは欲しい。でもモッド開発は難しそう。なお中の人は昔クルセイダーキングス2を必死に日本語化しようとして、別途日本語版が発売されてブチ切れて、それ以降ほぼモッドをいじることをしなくなったレベルの低いビーバー脳でございます。まあソフトウェア開発のチームにも2年在籍してたらしい。簡単なモッドくらいなら作れるだろうから記念に参加しよう。いや僕プログラマーじゃなくて詳細な仕様のチェックやユーザビリティの向上とかそっち系のお仕事しか。細けいことはいいんだよ。どうせ優勝なんて無理なんだからとにかくなんか作れ。メタ社のザッカーバーグ氏の名言、完璧よりまず終わらせろだよ。それではモッド開発、開始だー。おー。そして6日後の姿がこれである。開発失敗。公式の方から開発環境の構築方法とか詳しく書いてあって、即日開発環境は整って楽勝かと思ったのに、モッドの出力まではできたけど表示されなかったりブループリントが読み込めなかったりエラー多発。そして開発3日目に気づく、提出期限機能じゃんと。ダメじゃねえか。そのテンションだだ下がりの中、あと少しで動きそうだったので粘って開発続行したけど結局3日後心が折れた。で何の成果物も出さないとコメント欄で、サボってただけだろと辛辣なこと言われそうなので、ユニティにチェンバーボーンモッピングのツールを導入して、サンプルを出力したぞと少しご紹介。追加したアイアンティース専用シャンティースピーカー、開発モードでサクッと価格ポイント増やして設置してみましょう。こちらは装飾に音楽を流すスピーカーを追加するモッド。この手の仕様を理解できれば、装飾は好きなだけ追加できそうだな。なお、私は前から欲しかった透明な堤防が作りたくて、ガラス堤防のモッドを作ろうとしたけど断念しました。軽さを強靭な握力で握りガラスを作るという設定。既存の堤防の不透明度下げるだけだから、ぶっちゃけ即日作れると思ってました。実力不足のビーバー脳であった。ユニティからもゲーム側でもブループリント見れるので、参考にして追加しようとしたけどなんかできんかったよ。既存のオブジェクトまるっと有用はシステム的にダメだろうが、コピーしてリネームしても追加すらできなかったぜ。あ、せっかくだしシャンティースピーカー鳴らしましょ。声ありの BGM なんで著作権に引っかかると困るので音は編集で消してます。畜生。てか昨今は AI でプログラミングするバイブコーディングで簡単にできそうなもんなのにな。まあ自分のプログラミングで詰まって3日間ジェミナイと相談して開発してたよ。Chrome で複数タブ開いて公式のモッドの開発ページをジェミナイと共有してプログラム書かせたんだけど、丸1日かけてもエラー多発、そして AI の出したエラーの修正案。
そのモッドフォルダーの中身全部消せばエラー消えるよ。ふざけんなよこのクソ AI が。こうして3日ほど AI と喧嘩して心が折れ開発は終了した。では1週間経って何やってたか忘れちゃったので前回のおさらい。頭のおかしい貯水湖拡張工事。がっつりトンネル掘って葉っぱで崩落させ無事巨大な貯水湖になりました。それではモッドのことは忘れて地道に開発再開だぜ。まずはトンネル掘りで使った足場の廃材の片付けから。ビーバー、ずらー。キリキリ働けー。そしてビーバーたちにはこの実績、回し車のみで2000馬力をやってもらうぞ。モッド開発ではかなり辛い思いをさせられた。この辛い思い、ビーバーたちにもお裾分けだー。最高にいらねえお裾分け。てなわけで、サクッと紅葉区横に回し車をホイホイホイ。こんな感じでおなしゃーす。実績解除するだけのための、何のひねりもない回し車ずらー。前回の崩落漏れっぽい場所があったのでここも崩しましょ。細かい修正入りまーす。そういえば尻尾のスタンプ追加のモッドは出力できたぞー。いやそれモッドにしなくてもピングファイル追加するだけでできるし。糸かなし。綺麗に崩落できました。ただいまの動力供給は4万、余裕あるから水汲みポンプをフル稼働じゃー。無駄にでかくなった貯水湖の水位が上がるかな？そういえばただいま4日の汚水期中、残り 1.4 日になったけど未だ片付けは終わらず。こりゃ汚水期中に終わらなそうだ。てかもう板をしまう資材置き場が足りない。適当に近くの駅前に地下貯蔵庫建てるぞ。ここなら瓦礫とも近いし片付けもはかどるかな？そういえば貯水湖の排水用の水門周り、汚水期中に整備しようと思ってたのに忘れてた。てかプレイ再開に1週間空きがあったからもう色々と忘れてそう。もともと低スペックなビーバーのだしな。ゴリゴリほーい。ビーバー語で怒るな。いのー、ちの水。特にこれといった成果もなく片付けしてただけで汚水期が終わった。おらー水門工事急げー。湧き水出てるぞ。水が外に漏れ出す前に完成させろー。まあ溢れ防止の排水用、別に漏れても構わんだろ。はっはー。1段だった水門が2段になり横幅も拡張、流入量が増えてもこれなら洪水にならないで済むぜ。溢れる前にギリ完成。そして片付けの進捗は、半分程度しか終わってねえ。追加の資材置き場も完成してるから、あとは根性で運んでもらうの待つしかないね。だな。汚水期明け4日経過し、その倉庫すらいっぱいになり夜中にこっそり増築指示。夜中にやるなよミニキーだろ。データ在庫1万もあるじゃねえか。こりゃしまうより使うこと考えないとだね。やっはー、ビーバーお待ちかねの回し車完成だー。何匹かまだ職場にたどり着いてないがいい感じに回ってるぜ。無事2000馬力の実績も解除成功。モッド開発の鬱憤をビーバーにお裾分けしレイムさんにっこり、留飲は完全にゼロへ。通勤中に蜂に刺された模様のブサをも一生懸命回しております。顔パンパンになってて前とか見づらそう。頑張れー。まだ解除できてない実績に1日メイプルペストリー以外食べず、1000個食べるとかあるんだけど、いつかやりたいがめちゃむずいな。はい楽しい時間はおしまい、こんなもん撤去じゃー。ああみんな楽しそうに回してたのに。動力作るためにビーバー使うなんてもったいない。建設作業に戻れー。出来たてほやほや即瓦礫。しかしもう瓦礫を保管する場所もない。ここらで一気にドーンと使うどー。こうして水道橋に無駄に水車を設置する工事が始まった。おっと位置をミスったので削除。じゃあおいなんか見えてないところ壊れたぞ。うっかり印刷所を壊してしまった模様。なんか床面もまばらに穴開いてんぞ。元々の施工不良臭いな。直しまっしゅ。そしてこの後もビャーっと水車の設置をひたすら施工指示。こりゃなかなか大規模事業になりそうだ。こんな感じでおなしゃーす。水車、ずらー。1機60馬力程度しか出ないっぽいけどこれだけあればいくらかの足しにはなるかな。正面から見るとこんな感じ。やってることは単純だがこうして見るとお前のあたおかっぷりがよくわかるな。あたおかとは失敬な。あたおかってのはこういうのを言うんだ。なにこれ？わからん。崩落させた場所のは覚えてるけど、いつの間に浮遊する大地になったのやら。浮遊島、それはそれでかっこいいかも。明暗だ。でもセーブ&ロードで消えた。儚すぎる夢終了。水車建設中だけど動力余ってるので、昼間だけ止めてたメリーゴーランドを終日開放に変更。これで昼間も子供たちが遊べるぜ。
さあ動力は余ってるが水車を作ってパンパンな倉庫の中身を片付けるのだ。後ろに尖った丸太を持ってるビーバーがいる作業者は感覚に注意し、お尻に刺さりそうな場合は尻尾で避けましょう。印刷所の復元作業が終わったので、ついでに自動化設定して稼働も開始。ビーバーが読書する時代へ突入。いえ本は食べ物です。そうだったな。やっとこさ貯水湖の瓦礫の回収が完了。汚水期から約10日間、お疲れ様でした。汚水ドレインの完全封印のための足場を設置。綺麗に封印しないと汚水の滲みが気になるんだよな。夏草や、つわものどもが、夢の後。松尾芭蕉の有名な俳句。45匹も怪我しとる。うちのレイムさんはボット嫌いをこじらせてるのでビーバーの負担がやばい。とりあえず医療ベッドマシマシで様子見て、ダメそうだったらまた考えましょ。一日でも早いご回復をお祈りしています。水車が結構完成してきたけど動力はご覧の通り。あれなんか少なくね3連水汲みポンプ稼働させた時4万出てたから、風車の気分次第な感じかも。水車は安定してるけどパワー不足が否めないな。じゃあ止めてたこの水汲みポンプも稼働させて、水道橋側に流して水流をアップさせましょ。動力のためにバカ食いの自動組み上げポンプを稼働させる。これがくるみサイズのビーバー脳だ。てなわけで水流が反対になるので、逆流しないように貯水バルブを再建設と、細かい修正入りまーす。水車もこんな感じでおなしゃーす。しかし自動水汲みポンプは一機の構成、果たしてどの程度の動力が出るのやら。水耕栽培の池で蒸発する分もあるから気持ち程度しか回らないかも。ほぼほぼ完成したけどやっぱり動力減ってるけん。風力次第でだいぶ変わるけどなかなかに微妙。まあ資材はまだあり余ってるし、ここまで作っちゃったし最後まで作り込むどう。おー。では駅を一マスずらせば水車が置けて綺麗に収まるので、駅を買いたい。水道橋水車最後の微調整開始だぜ。ジップラインが使えないとちょっと大変だけど工事よろしく。既存の駅を解体し新しい駅の建設が始まった。その結果がこのざまである。水中立ち泳ぎでの立ち往生。しかも4匹も重なっておる。これはその可愛くない。微妙に経路の違うビーバーがチラ見えしてキモいまであるな。救助が来るまでそのまま立ち泳ぎで待っててね。こりゃふくらはぎパンパン確定だ。そして救助待ってたら換気警告オフ。寝てたビーバーが警告音で数匹起きたのか気元がアップ。てか水中で寝るな、沈んだら息できないよ。なおこの後無事救助されました。水流に流され水車に挟まれたら大惨事なのに、こんな場所で寝られるビーバーはほんといい根性してるぜ。挟まれ事故は怖すぎ。さあジップラインの再構築、建設急げー。ほぼほぼ完成した感じだな。板の在庫が3000ほど減ったみたいだ。夜中にこっそり最後の調整。駅前の階段がシャフトが邪魔で設置できなくなったので、螺旋階段でメンテ用の通路に行けるように改修した。あと工場に繋がるシャフトが邪魔で一箇所水車が置けないのでシャフトの迂回工事。これで水道橋水車の工事が完工だぜ。さて換気まであと 1.6 日あるし、汚水の貯水池の工事の準備でもしようかね。ここ汚染のシミ対策が完璧じゃないから微妙に気になんだよな。では改修工事の時に工場が止まると嫌なので、シャフトの迂回工事でもやっときましょ。この後どう工事するかは匠の腕の見せ所だな。汚水期明け12日目、でかくなった貯水湖が満水になったどう。よく見ると奥側が一段高くて手前が一段低い。湧き水の位置的には手前を一段高くしたいな。めんどい。おい。板の在庫も少し減ったし倉庫徐々に買いたいっと。倉庫に空きがあると自動化で工場稼働しちまうもんな。夜中にこっそり自動化のタイマーの実験。夜中にやるなよミニキーだろ。自動化、それは映えないのに地味に面倒な作業。次回には自動で花火が打ち上がります。ネタバレしないでよ。へっへ。マップ端っこの緑地化のために平坦化工事を開始。作業現場が遠いからジップラインの構築が最優先だな。水は流れてるけど水車回っとらへん。でも今シーズン最大馬力の5万超えを達成だぜ。こっちも水汲みポンプ3機とかに増設しようかな。それはそれで水道橋が溢れないか心配だな。取り小細工で堤防で水流上げれないか試そう。水道橋の柱で下を緑地化してるから、変に堤防設置すると緑地範囲が減りそうな気もする。まあお試しで。換気が来るぞー。今回の換気は6日間か、私がもっと開発した期間と一緒だね。リアル時間をドブに捨てた期間だな。ぶっ飛ばすぞ。すまん。
ではがっつり水道橋に水車を作ったけど思いのほか動力増えなかったなーってところで今回はここまで。もっと開発で更新滞ってすみませんでした。これからはいつものペース配信に戻りますので応援してくださる方はグッドボタンをがっつり時間とってもっと開発するもまともな成果も出せず水車設置も大した成果を出せなかったレイム。次回は何らかの成果をお見せすることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。もっとコンテストに応募しようとしたが開発を始めるも失敗しストレスを裾分けで回し車の刑になった我らがビーバー。板の在庫がいっぱいの倉庫を空にするためがっつり水道橋に水車を大量建設。さあ今回も大規模開発頑張ってくぞー。でただいま6日の換気中、いい機会なので汚水ドレーンにシミができないように完全封印工事をしましょ。今の状態だと赤いシミが若干キモいんだよな。汚水の湧き水も同様に回収工事。序盤に少ない資材をやりくりして封印したのも今じゃ懐かしい思い出。それでは一斉汚染見直し工事だー。この程度なら換気の間に終わりそうだな。前回作った水生農家さんへと繋がる水道橋。見た目は悪くないが相変わらず回っておりません。糸かなし。組み上げポンプ増設して有料上げたいけど意外と動力が不安定なんじゃーい。まあこのマップの湧き水の使用上水車使いにくいし仕方ねえよ。などと愚痴りながらマップ端っこを地道に緑地化。お次はこんな感じでおなしゃーす。やっと大量の爆薬設置が終わったと思ったら、軽いノリでまた大量の爆薬設置を命じられるビーバーの図。さてここも爆破してサクッと汚水防壁を。いや汚水ドレーンの長さは2マス、もう一列爆破しないと汚水が染み出るぞ。でもそこ削ったら貯水湖の水流れてきちゃう。ドレーンの上直接汚水防壁張れないしどうしたもんか。参ったな。てなわけで見た目悪いけど奥を埋め立てることにしました。つか夜中にやるなよミニキーだろ。そろそろ学習しろ。下打ちすな。ビーバー、ずらー。マップ端っこの遠いところまでご苦労様です。さあ皆の者を、キリキリ働けー。運搬員の配達サービスもいい感じに機能して、工事の進捗はそこそこ良さそうな雰囲気。このペースなら3日もあれば終わりそうだな。おっとここ汚水ドレーン旧式のタイプだぞ。失敬失敬、こちらも染み出ないように回収工事するぞー。からの汚水だばー。換気2日経ってたけど中に結構汚水詰まってたか。そしてくるぶしまでなら大丈夫と高をくくった結果、体調不良のビーバーが。はい完全に労災案件です。正直すまんかった。薬はあるからしばらく養生してくれ。英霊たちに感謝の念を捧げつつハッパー。いやお亡くなりにはなってねえよ。てへ。で換気4日目爆薬の設置が完了。50サイクル達成の実績までは開発続ける予定なのにこのペースでやったらやることなくなりそうで怖いな。私たちの戦いはこれからだー。残り20サイクル。まあのんびり自動化のタイマーのテストでもしながら汚水の封印工事を待ちましょ。換気明けに花火が打ち上がるように地道にテストしております。換気中に汚染ドレーン完全封印するつもりが1箇所やるの忘れてたー。盛り土の量が多いこりゃさすがに即日終わる工事じゃねえな。気合と根性で換気中に終わらせるのだ。ビーバー魂を見せろー。はい定時です。実質2日の後期で無茶言うな。葉っぱをしないと埋め立て用のクレーンが設置できない。おい今葉っぱしたらビーバー爆散するからやめろって。葉っぱ。誰かこの葉っぱジャンキーを取り押さえろ。そう簡単には捕まらんぞ。月見て葉っぱタイミングを見計らって起爆し、犠牲者を出さず葉っぱさせたジャンキーであった。いのーちの水。そして換気明けに自動で打ち上がる花火。運動会開催のお知らせの花火みたい。今はメールで連絡来るぞ。昭和の感想だな。そうなの？街を徘徊するゾンビーバー。使ったのはくるぶしまでだったのに全身まだら模様でかわいそう。お大事に。ゾンビーバーたちの回帰を願って葉っぱそしてまた爆破音のない寂しい葉っぱ。これマップ外から撮影するとなりがちだな。微妙に角緑地化できてない。そういやそんな仕様だったな。てなわけで緑地化のためにサクッと追加工事を発注。で最後に始めた汚水ドレーンの封印作業は結局換気中に終わりませんでした。でもなんやかんや言いつつも、7箇所綺麗に再封印できました。さて次は何をやろうかねー。ゾンビーバーで多少労働力不足だけど、資材は倉庫いっぱいあるぜ。
ネタ出てこないから松野屋行ってくる。おい。そして帰ってきてふと思う、ここ別に掘り下げなくても汚水対策できるのではと。汚水防壁はこれでも多分ありなんじゃないかな。休憩して思考が柔軟になったビーバーの王。続いて湖の手前だけ高さが一段足りない問題も対処しましょ。広範囲の盛り土工事開始。緑地維持のために少し水門作って、あとはダーッと一段だけ盛り土します。貯水湖フル活用のための地味工事。こんな感じでおなしゃーす。範囲は広いけど一気に作業できる内容だからすぐ終わるかな。そうそうコメント欄で教えてもらったんだけど、この甘党の実績の文章語訳らしいよ。公式ウィキで確認したらメイプルペストリーを1000個所持した状態で、他の食べ物持ってなきゃ OK っぽい。とはいえただいまのメイプルペストリーの在庫は17個、増産するんでそこどいてください。療養中のビーバーがいようとお構いなしに撤去する鬼。こんな感じで製粉所とパン屋の増築をなしゃーす。土地が狭くパン屋の入り口が確保できなかったので、そこはトンネルを掘ることで解決した。あまり見たことのないジップライン使用中のゾンビーバー。なんとなく珍しい光景だったので一時停止し、ぐるりと回って姿をお届け。歯がいつもより黄色いね。一日も早いご回復をお祈りしております。少々の犠牲は出たもののやっとこさ汚水の完全封印コンプリート。あと汚水が染みてるのは汚水の貯水槽だけ、完全緑地化する日もそう遠くないかもしれんな。そして貯水湖1マス盛り土工事は1日でほぼ終わっとりました。ほんと仕事早えな。適当に置いてた泥場が奇数でバランス悪かったので追加で増しまーし。かかしとかの微妙に需要を満たせてない装飾もおまけで追加。メイプルペストリー増産開始だー。ただいまの在庫は4個、1000個への道は遠い。貯水湖工事の邪魔なので駅を撤去。こんな感じで再建設よろ。何らかの追加工事が発生してもいいように、駅も多めに整備したレイムであった。はっぱー。からのいのちのみずっておいか努力地化できてねえぞ。満水になれば緑地になるはず？適当だな。反対側の角も綺麗に緑地化できてなかったので、水道橋の柱に合わせて追加で盛り土を。メイプルペストリー増産のため小麦畑をちょろっと開墾。小麦粉増産。でこの場所換気に乾くかもと心配になったので、軽い治水工事を行うことにしました。そしてここまで準備してふと思う、天然のアーチが真ん中に来てなくて美しくなーい。細けえな。気になったら止まらん、やり直しだー。謎のこだわり。こんな感じになりそうろー。見てる人からしたら多分間違い探しレベルの修正であった。ってお仕事あんだけ用意したのにあんた何サボってんのよ。ああサボりがバレると。新しいお仕事だよ、やったね。爆薬設置が大工さんの隙間バイト。小麦畑用水路、はっぱー。なんかがっつり壁見たくなってるけどいいのか？もちろんそこは把握済み。こんな感じに組み上げポンプを設置して、上流に循環させます。動力は風が吹いた時だけ動けばいいの適当なスタンドアロン方式を採用。屋根の需要が満たせてなかったので、倉庫の上に作ってるんだけど意外と工事が難しい。ビーバーがはまらないように少しずつ屋根工事を進めるも、この後大規模建築を始めてしまい存在を忘れるレイムであった。そうなの？盛り土が終わって綺麗に緑地化できました。水道橋の柱が第一オールオス。隙間バイトハッパー。爆薬設置依頼して翌日完了。うちのビーバー数サイクルあれば全て更地にできそうだな。何かしらの大規模公共事業をしないと、大工さんが失業しちゃうよ。小麦用の貯水池の底下げハッパー。なお、風が吹いていないのでポンプさんは沈黙。ああ、貯水湖一マス高くしたのに、水門低いままだった。爪が甘い安定のビーバーのここに新しく水門作るのか、意外と工事が難しい。高さがあるのに建設ルートもないし、足場を作るのも面倒な地形だな。あ、水門を塞いで水漏れしないようにしてから同じ場所に作り直せばいいだけだった。発想の転換一つであっさり片付く作業になった。こんな感じでおなしゃーす。安定の橋を使った上からぶん投げ工法でサクッと工事だ。おっと風車回ってるじゃん。でも動力全然足りてません。糸かなし。ぶっちゃけ適当に組んでくれれば十分だけど、なんか気に入らないので風車増し増し。もうメインのシャフトと繋いじまえよ。めんどい。おい。貯水湖周りを少し整地して緑地範囲を広げましょ。建設依頼出してる最中なのにもうビーバー群がっとる。みんな仕事に飢えてるようだな。
あっという間に設置終わったので高さ揃えても微妙にこの辺緑地化できてないぜ。地熱エンジンは壊したくないしこの辺は別のアプローチで緑地化目指すしかないかな。だな。重力バッテリーさーん。今は充電中だけど昼間風が弱かったのかな。アホほど風車あるのにまさかの動力不足だぜ。さあキリキリ働けー。次の寒気が来る前に水門工事を終わらせるのだー。ビーバー、ずらー。ってみんな頑張ってるのにお前ってやつは、このパターン、またお仕事が増えるね。やったね。それならば若干不足気味の重力バッテリーを大量増設だー。この巨大な水道橋の上にずらっとバッテリーを追加か。やっとやめたー。うちのレイムさんは今日も情緒不安定。どうせなら正面からだとほぼ見えない映えない水車の上に風車追加して、その後ろにバッテリー増設しましょ。こうしてただのバッテリー増設が、畑岡系大規模建設へと発展した。そしてここまで設計して気づく、この部分突出物買うまでもねえなと。はい、長距離水道橋すべてに設計した部分を取り壊してください。超めんどい。作業工程も結構複雑になって、先に風車だけ建設して後からバッテリーを設置予定。一番下の通路で足場を建設。2番目の通路は下から仕上げのバッテリー工事するよう。3番目はさらに階段を作って風車を建設する通路でございます。こんな感じでおなしゃーす。集合体恐怖症の人が、助走つけて殴りかかってくる一歩手前ぐらいの密度になってきたぜ。設置場所の関係上階段がないと風車建設できない。これビーバーよりも私が辛い工事になりそう。足場が完成する都度毎回指示出しはきついな。私も辛いがお前たちも頑張ってくれー。ってなんか作業者少なくない？作業範囲広すぎで分散してんのかな？と思ったら板の取りに行きやすい反対側から来たよ。ビーバー、ずらー。資材状況は丸太の在庫が1万板の在庫は8200。大規模工事すぎてどんぶり勘定だけど多分足りるかな？さすがにこのデカさだと把握しきれねえな。なんとなく療養中のビーバーたちのお見舞いに参りました。そういえば病気療養中だったビーバーは全員現場復帰したぜ。建設開始2日で足場がさっと完成して、面倒極まりない風車工事が始まったところで汚水期傾向を置く。ずらっと並んだ風車を全部この手順でやるのか、窓にも程があるだろ。まあやってやれないことはないかと。これがイカれたビーバー脳だ。でもさすがに面倒すぎて、足りない知恵を振り絞りなんとかたどり着いたのがこちらの方法。これならギリ4機同時に風車の建設が可能。建設難易度インフェルノがハードレベルに楽になった。同じ要領で他もクレーンを設置だー。これなら次のサイクルまでにはこの工事も完工できるかな？いややってるのこの規模の工事だよ。横長マップをほぼ横断する大規模事業。さすがにこれは時間かかるかもしれねえな。ビーバー、頑張れー。優先度を上げて先にやらせてた先端部分のバッテリー工事が結構進んできました。しかし重力バッテリーは予想外に建材を消費するため、大量設置には不安が残った。汚水機が来るぞー。今回の汚水機は7日間か。この段違いにしてみた汚水防壁、汚水のシミは出てないようだな。良きかな良きかな。あれ？貯水バルブが自動で放水されてない？設定ミスか？裏の堤防撤去するの忘れてるだけでした。ばっかじゃねえの？お前、ばっかじゃねえ？そんなにストレートに罵倒しないで。すまんすまん。かなり遠回りして以前大量に瓦礫の板を保管した場所へ板を取りに行ってたので、ジップラインを整備。それ工事始める前にやってやれよ。てへー。っていうかねもう自分でもどうジップライン整備したらいいかわからんレベルでぐちゃぐちゃ。とりあえず頻繁に使われてるから何かの役には立ってるな。風車が全部完成。次は重力バッテリーだー。なんとかこの畑岡事業の終わりが見えてきたぜ。下流で洪水が起きて慌てて貯水バルブ確認したら、なぜか一つだけ設定の動機が外れてたけん。多分自分で理由があって設定したのに、忘れちゃってるビーバー脳であった。その洪水の影響なのか、水生農家さんの池の汚染濃度が見た目やばい感じになってる。大規模工事に注力しすぎて完全に見落としてたな。こりゃ一旦除染作業した方が良さそうだ。水生農家さん、病気になる前に逃げて初期に作った排水用の水門をまた使うことになるとは。残しといてよかったな。で排水した後は、お久しぶりの放水場。でも水量、しょっぼほぼ全滅状態になっちゃったよ。ごめんよ水生農家さん。また植え直してください。いい風が吹いてたので動力チェック。まだ3分の1くらいシャフト繋がってないが、前回より1万馬力ぐらい動力増えてそうだぜ。
大量バッテリーが完成すればそこそこ動力も安定しそうだね。だな。ポンプの下に汚水が溜まっちゃったので少し放水して希釈中。地下水道は見づらくてやりにくいぜ。いのちの水。微妙に花火の種類変えたがやっぱ地味だな。いつかは調整してスターマインをやってみせるよ。多分無理。では微妙にバッテリーが完成できなかったけど汚水期が終わってキリがいいので今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。うれしょんします。汚ねえ、犬かよ。ワン ?8200 枚もあった板が残り700枚になりつつも大規模工事をやり遂げようとしているレイム。次回はどんな開発を行っていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。なお PC が重くなってきたので、次回からは画質を落としてプレイ予定ですのでご了承をば。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。完全緑地化の妨げとなっていた汚水のシミをなくすため汚水の源の回収工事に勤しんだ我らがビーバー。若干のバッテリー不足を感じたので思い切ってがっつりバッテリーの工事を開始。さあ気張って仕上げに入るぞー。で汚水期明け初日、進捗状況はこんな感じでございまーす。今回から動作が遅くなるので画質はフル HD となっております。体感少し快適にはなったかなくらいです。多分 CPU のパワー不足だな。前回よくわからんけど汚染されてた水生農家さんの池は、無事除染が終わりました。農家再稼働の勢い余って自動制御してる放水場も停止。これがビーバー脳だ。ゲームプレイ950時間にてシフトキーを押しながら範囲削除すると警告が出ないことを知ったのず。おっと待てそこはまだ使ってる。危ない危ない。板の在庫が残り60枚程度になっちゃったので、一時的に歯車の生産ラインを止めるため自動化設定を調整。水道橋のバッテリー増築回収工事が完工したぞー。これだけあれば重力バッテリーさんが陥落することはもうないぜ。盛大に音を鳴らしてお祝いだまあ建設に使った足場壊しただけなんで。さてお次は汚水関連の再構築と参りましょうか。ここ微妙に汚水が染み出てるんだよな。現在の汚水の備蓄はわずか22、汚水ポンプも追加して生産量も上げるぞー。しばらく爆薬生産できなくなっちまうが一旦全部取り壊して再建設だ。ではまずは汚水防壁の再設置と片付けからよろ。今は板不足だ、1枚残らずかき集めろー。ビーバー、ずらー。翌日には大体綺麗になりました。板の在庫も1600まで回復した。汚水貯水槽の上はこんな感じでおなしゃーす。ポンプのノズルが2マスしかないので自動化で温暖な気候な時だけ動くように制御予定。換気に稼働させるポンプは別途設置するけど、汚水のシミ対策をするスペース確保のため整地するぞー。ビーバー、ずらー。深夜にハッパー、さすがは我が勢、即日準備ご苦労。そして波打ちながら貯水槽の汚水が流入、漏れ出しそうでちょっと怖いぜ。奥側も設計してあとは完成待ちだね。熟練の建設作業員たちがものすごい速さで建設作業を進める。しかしそんな中なぜかまた水生農家さんの池が汚水まみれになり、体調不良を起こしてしまった。工事の途中で漏れたのかな？すまんじゃびら、病気覚悟でそこ撤去して、汚染濃度調べるから。なおジャビラは病気にならずに帰れました。汚水漏れの原因かもしれない水路の部分も、念のため埋め立てて平坦化しましょ。まあ普通に道としても使うしな。汚水濃度を調べる水流計が完成したけど汚水濃度はもう 2% まで減ってました。前回水全部抜いて除染したのに、急激に汚染濃度が上がった理由は結局わからずじまい。まあいい機械だし汚水機の汚水を分離して、流せる仕組みを考えるぞー。試しに汚水機の時だけ開閉する仕組みにして、汚水の貯水槽までの下水システム構築に取り掛かった。作物は実ってないが関係ねえ。刈り取っちまえ。せっかく植え直したのに報われない水生農家さん。よいしょ、汚水ポンプ施設はあとちょっとで完成だね。隙間空いてて元汚水側が少し汚染させられた件。朝になり湧き水の汚水排水口工事を開始。地下にすることで汚染のシミを出さない工法を模索中。汚水の貯水槽までトンネルで繋ぐつもり。トンネル開通時に逆流しないように堤防を前もって準備。高骨の栽培面積が狭くなっちゃうので、初期の栗農園を撤去してここも池に回収します。初期の上を救ってくれた栗よ、ありがとうそしてさようなら。夜中にこっそりなんやかんや汚染されちゃった川を放水して除染。安定の隠蔽体質、スカ夜だと見づれ
まあこんな感じで結構汚染されてたよ。ギリ病気になりそうな色だな。なおがっつり放水してもご覧の通りメインの貯水湖はびくともしておりません。水位が高いから前に緑地化失敗してた角も綺麗に緑化してるぜ。汚水ポンプ施設、増設観光だ枯渇寸前だった汚水の備蓄もこれで安心だ。てかもう汚水タンク満水でございます。いや自動化の設定はミスってなかったんだけど、回路のリセット押すの忘れてて建設中ずっとフル稼働だったんだよ。自動でいっぱいになったら止まって一定数減ったら再稼働システム、コピペで作ると陥るわな。で下水道工事をしたいけど次が汚水期だと工事中やばいので、細かい気になるところを修正して時間を潰しております。細かい修正入りまーす。まあこの手の工事だと1日も潰せないけどね。大工ビーバーはおよそ200匹、4割くらいが建設してやそりゃそうだわ。水性能価格超8%。ちょびっとだけ生産量増えるかな？岸には保養地作ろうと思ってたんだけど一マスずれてた。ごめん埋め直して。二度手間。新しい湧き水制御は貯水バルブ使おうかと思ったけど、これオンとオフで推進調整できないじゃん。自動化を謳歌するとちゃんとオンオフが出るが、ビーバー脳なので勘違いしている様子。さて次の災害が寒気か汚水期かわからない、様子見の間にこの実績の解除にチャレンジしましょ。甘党、1日で1000個のメープルペストリーを食べる。公式ウィキ翻訳だと他の食べ物は一切持っちゃダメそう。地味にむずい。てなわけで食品倉庫の整理を開始。かなり絵面が地味で面倒なやつ。当分パンも作る必要がないのでレシピ変更。てか前回から少しずつ増産してたから、すでにメープルペストリー1500あるけどな。で他の食べ物は一旦こっちに倉庫作って移動させて、倉庫を破壊して野ざらしにして保管できない状況にするつもり。瓦礫は在庫にカウントされない算段。すでに入ってる倉庫壊せばええやん、って思われるかもですがジップラインとか上にあるんで、立体農場の職員さんが家帰れなくなっちゃう。てな感じで未調理食材以外を全部運ぶぞー。どこに保管してるか忘れてるビーバーのうまく実績を解除できるかな？物資の搬出作業だけだと大工さんが暇なので、意味なく平坦化作業させときましょ。デコボコが減るだけの作業。作ったそばから食べられちゃうのでパン山しまーし。十分な在庫がないと実績解除後の飢餓が怖いぜ。倉庫の一覧を出して念入りにチェック中。実績チャレンジはワンチャンのみ、失敗したら世界が終わるレベルの被害が出る、かもしれん。お前、暇そうやなー。仕事が少ないんだから仕方ないだろ、つついてなじってやるなよ。じゃ貯水湖周りが人工的すぎてダサいから、少し景観の調整をよろしく。壁と繋がれば緑地範囲も少し広がるぜ。汚水ポンプ施設をかっこよくしようと、こんなものを設計してみました。が、これはかっこいいのだろうか。だってせっかく頑張って設計したのに、汚水ポンプが隠れてる方がなんかダセーよ。しゃあない花火の増設でもさせときましょ。まあこの程度だと即日終わりそう。こんな感じになりそうろー。花火の数が倍増、よってお前が設定する数も倍増だ。自動化に打ち上げ高さの計算。地道に頑張れ。実績解除のため、臨時倉庫に次々に物資が運び込まれております。賞味期限切れてそうな不人気食品ベリーも山積みされてるぜ。汚水ポンプの改善で大量の爆薬の在庫でいっぱいだ。いい機会だから下流の湖の底下げ工事をするぞー。基本ビーバーたちにサボる余裕を与えない、これがうちのレイムさんだ。さあ仕事に飢えた愛らしい我が獣たちよ、キリキリ働くのだー。ビーバー、ずらー。おっと池の高さに対して水門が一マス分低いじゃないか。これもついでに作り直しましょ。これで一マス分多く貯水できるね。しかしその結果は、汚水期明け13日になるも次の災害の警告なし。湧き水の工事を換気中に行う予定なので工事が止まっております。作り直した水門湧き水の高さより高いじゃん。これじゃ湧き水止まっちゃうよ。愚か。畜生。悪いのは考えなしのお前だろ。おい、画面をぐるぐるするんじゃねえ。もう一度作り直してください。二度手間、湧き水より高いところは緑地化の妨げになるのでここも一段低くしましょ。ちょうど丸太も余ってるし植林場いじるにはいいタイミングだ。14日目になり念願の換気傾向多く。よし汚水は出てこない、湧き水の下水工事再開だぜ。はっぱそして流れ込んでくる綺麗な水。この方法ダメかもしんね。湧き水の水源は正直やりづらいな。そして水門の設計途中に気づいてしまう。貯水バルブ、お前本気出せばオンオフ設定できたのかと。
気づくの、おっせー。気づいちまったもんはしゃあない、バルブで作り直すか。こんな感じで汚水器だけバルブが開いて、下水に流れる仕組みでございます。流すより水圧で封じ込めた方がいい気もする。もう設計段階で間違ってるかもしれん。トリマこんな感じでやってみて汚水がどんな風に染みるか試してみるよ。汚水ぎっちりの下水は上に染み出たりするかな？さあ湧き水の汚水にやられた水生農家さんの仇、完璧に回収して汚染被害を根絶するのだ。親方ヒププーくんが立ち往生してまーす。何やってんだヒププー、ヒップにプーキック食らわすぞ。救出のためだ仕方ない、バルブを解体しろ。急に足元のバルブを破壊されたヒププー、ぬるっと隣のバルブに移動。お前はい今度は足場に移動しました。もう、あんたわざとやってるでしょ。お、消えた。てかこの部分足場なくても建設できたのか。地形ブロックだから足場なくても隣のブロックと繋がって、構造上問題なかったようだ。こうしてハマったもののちょっとした知見が得られました。その日の夜、ヒププー、お前まだ帰ってなかったんかーい。左下の立ち往生警告が消えないと思ったらまだいたのか。レイヤー表示を低くしていたため、見落としていた模様。救出作業は明日だ。一晩そこで反省せい。やっはー、大規模葉っぱでうさばらしだー。久しぶりの大規模葉っぱに興奮する葉っぱジャンキー。しかし規模がでかすぎでラグっております。まあ綺麗に整地できたからよしで。いやここミスってんぞ。塚奥の起爆も忘れて。おい無言で起爆してごまかそうとすんな。塚まだ奥に残ってんぞ。これが残念なビーバー脳だ。簡単に作れそうだったので下流の湧き水を整備、汚水器だけマップ外に汚水を垂れ流しにする予定。マップ端だからこれは簡単そう。マップ端っこがちょびっと緑地化できてなかったので盛り土で調整。ここの湧き水いつも水没しててもったいないからそのうち有効活用したいね。自動ポンプで組み上げれば有効活用できそうだが、建設コストに見合う効果あるかと言われると微妙。トリマここも汚水器対策だけやれそうならやっときましょ。下流の貯水湖の整備が終わり水位が一マス上がることになったので、水没すると思われる土砂採掘機を撤去。土砂在庫がなくなる前にこれも再建しないとだな。さあ換気が始まるぞ。最後の締めに甘党の実績を解除チャレンジだー。倉庫の食べ物を全部野外にぶちまけろ。今夜はメープルペストリー以外食すことを禁止だ。すべての倉庫を確認して脱法食品がないか監査だ。メープルペストリー以外を所持している者は逮捕だ。警部、キングスのやつが脱法ベリーを運んでます。どういうことだ？ベリーを保管できる倉庫はどこにもないはずだぞ。追跡しろ。マルタイの職業は建設作業員。どうやら職場に物を隠すつもりだ。作業小屋に入ったぞ。ああ、所持してたベリーがありません。小屋内にベリー発見、違法所持確定だ。ほらー、ベリー警察だ。違法ベリーは全回収だー。違法にベリーが308個保管されてしまい実績解除失敗の危機。違法ベリー所持違反は許さん。即時営業停止処分だ。営業停止処分といって建物ごとぶち壊す。これがクレイジーケイブレイムさんだ。ミスると明日食べるメープルペストリー足りないかもだし、ここは徹底的にやらせてもらうよ。あと4個が見つからない。頑張って足を使って探すしかなし。そしてちまちま仕事場一覧から探し、やっと最後の4個の違法ベリーを発見。デストローイ。こうして全てのベリーが消滅した。かに見えたがベリーのアイコンは消えず、意味不明な搬入38の文字が残った。ぐぬぬ、どこかで脱法ベリーを密売してる奴がいる。歓喜が来るぞー。そしてこの状態で夜が明け歓喜到来。甘党の実績はどうなった？ダメでした。意図かなし。監査強化だ。建設作業員及び食品生産者は、全部営業停止だー。メープルペストリーの在庫は2000、本気で作れば1日くらいは耐えれるか？もったいないけど瓦礫になってる食品も念のため処分だ。食品だけ選んで処分とかはできないので、丸太や板なんかもまとめて異空間へ消し飛ばした。畜生。葉っぱでストレス解消する危ないでか。これでダメだったらクリアいてしのいでまた今度チャレンジしなきゃだよ。脱法ベリーの所在は結局わからずなので、罠を張ることにしました。罠？小さい倉庫を建ててそこで取引させて現場でとっ捕まえるよ。なお、建設作業員は全員営業停止処分中なので、町の中心の担当が建設します。で建設完成した時にはメープルペストリーの在庫が1000切っちゃったけん。終わった。と思ったらなんか知らんが甘党の実績解除されたもしかしたら条件の1日の終わりにって文言、定時時間を指してたのかも。
細かいことはわからん。だがとりあえず実績解除成功だやったぜ。ではとばっちりで営業停止処分を食らわされた農家さんたちの営業を再開させつつ今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。汚水ポンプ施設の改修工事をしつつ、アマ島の実績解除を達成することに成功したレイム。がっつり食料を瓦礫と共に撤去しちゃったが大丈夫か？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねジェンバーボーン。爆薬製造に使う汚水の貯水が枯渇するも汚水施設を改修工事して汚水のシミも消すことに成功した我らがビーバー。無理やりなやり方だったけどメープルペストリー1000個食べるアマ島の実績も解除。さあ失った食料を取り戻すぞー。まずは前回なぜかベリーを勝手に保管し、行政営業停止で解体された建設作業員の小屋を再建築。現在無職202匹。こんな感じでおなしゃーす。ジップラインも追加されて少し移動が快適になるかな？アマ島の実績解除のために停止してた走行地道に再稼働。まだそれなりに在庫あるから食料危機はなんとか回避できそうな雰囲気。さあ自分たちの職場は自分で作れ、建設開始だー。ビーバー、ずらー。追加の食料生産もしたいけど場所はどこにしようかな。夜中にやるなよ見づれいだろ。あとぐるぐるすんなイラッとする。さあ景観を考慮し考えた結果、ワンダー解体、今ある立体農場を拡張します。超頑張って12サイクルで建設した思い出のワンダーが。解体して瓦礫になった素材は大切に保管するのだ。時が来たら再建設に使うぞ。ワンダー3つ同時発動とかの実績もあるし、そのうちまた立て直そうぜ。で大量の瓦礫を運びつつ、立体農場の拡張の基礎工事を開始。立体農場は地下も作ってたから、綺麗に繋げるなら下も掘らないとだな。前回整地した下流の湧き水の周りに、栗を追加するついでにベリーも植林。マップ端っこの利便性の悪い場所でこっそり栽培される不人気食品。耳を塞げ、葉っぱするぞー。ダイナマイト設置作業してる真横でも構わず葉っぱ、リアルでやったら作業者にぶん殴られそう。それでは参ります、葉っぱー。上から爆破を眺める建設作業員、どこか誇らしげな表情をしております。それでは立体農場の設計をしましょ。骨組みはこんな感じで今回も一番上を水性農家にします。真ん中の地形ブロックに水が触れることで各階層の全てが緑地化される構造。水性農家さんへの注水はダブル組み上げポンプ方式を採用。現状流れが貧弱すぎて水車が止まってるので、あわよくば動かないかなと淡い期待を抱いてるのず。で基本構造は固まったのであとは階層を追加していきます。なおこれ構造は一段高く突出部の位置も一マスずれてます。気づけた君の洞察力は名探偵だ。はい邪魔なんで解体しまーす。新たな職場が2日で解体された哀れなビーバー。こんな感じになりそうろー。右に見える紅葉区を隠さないように、コンパクトにまとめられた設計となりました。建設方法はおなじみの上からぶん投げ工法を採用しました。でもこれ立体農場だと上の階を先に作っちまうと下の建設ができない土砂には向かない工法。下の階層から順々に作ればいいだけだけど動画映えしないからこれでいいの。頑張れビーバー、理不尽な理由でやりにくい工事だが気合で乗り越えろ。そして今回もあんたって子は、床下で工事してたら閉じ込められちゃったか。今みんな作業中だから夜までそこで待ってて。はい定時だよー。救助作業するからみんな帰った。サビザンビーバーがたくさんいるからなかなか救助が始められん。この部分の螺旋階段がこの足場の肝だからこれ壊すと全部の作業が滞っちゃうので地味に困るよ。朝一番に再設置だな。さあ朝一番で螺旋階段の再設置が終わったぞ。皆の衆、今日も一日労働に勤しむのだー。だというのにあんたって子は、先生、コドブクスくんがハマってまーす。もう、作業が遅延するからここは壊したくないのに。最優先で再設置よろ。先生、こっちにも3匹ハマってまーす。もう、お友達を閉じ込める陰湿ないじめはやめなさい。こっちは階段設置で対応っと。これなら二重遭難は起きないぜ。ビーバーがはまらないように螺旋階段の建設を一時停止して建設のタイミングを見計らっております。床下作業員が出た、今がチャンス。だと思ったのに速攻で床下に入る2匹のビーバー。一時停止。間に合わず。被害者増えただけじゃないか、もう知らん。あんたたちは夜までそこで反省しなさい。
こうして魔の螺旋階段の罠により今日も作業が遅れ、ハマったビーバーは虚空を見つめる一日が始まった。ほら階段もうできてるよ、森へお帰り。てか無職51匹もいるから数匹ハマっても問題なしだな。無職は許さん、新たな建設作業員の小屋を。救助と建設でパニックって歓喜の終わりを見逃すのず。やってもうた。いのちの水。慌てた結果花火の位置取りをミスるの巻。建設開始から約3日、あまり進捗状態は良くないね。それでも1000くらい土砂消費してるからそれなりには進んでるかな。そういや前回下流の湖の水位を上げた影響で、土砂採掘機水没になるからと撤去してそのままだった。しかし採掘機を設置しようとしてもできない罠に陥るレイム。何故？地面の上なら設置できる。でも足場の上だとダメ？前はできた気がするんだけどな。ここでミスに気づいた君の洞察力はなかなかのもんだ。足場がダメなら地形ブロックにしましょ。はい、不正解です。はい、サビザンビーバーが帰ったので今日も救助始めまーす。だというのにあんたって子は、待ちくたびれてもう寝ちゃってます。出勤時間になってやっと起床。今日も螺旋階段を作る作業が始まる。土砂採掘機が手前だけしか設置できぬ。さあレイムは正解にたどり着けるか？きっと下が空洞になってるのがいけないんだ。こうして的外れな考えで意味なく追加の埋め立てを行った。ハマりにはまった魔の螺旋階段を、やっと誰も閉じ込めることなく建設することに成功。ビーバー、ずらー。埋め立てしたのに手前に土砂採掘機が設置できない。これはどういうことだ？土砂の在庫が1000切ったぞ。さっさとなんとかしろ。もしかしてバグ？と思ったけど、試しに足場の上に土砂採掘機を試したらできたけん。畜生、採掘機の下に道があったせいで建設できなかっただけだった愚か。大土砂の在庫がラッキーセブン。採掘機設置一つで大騒ぎ、いつも通りのビーバーの腕あった。却下高庫の憂いは取り払った。ビーバーよ建設に注力するのだありったけの土砂を使って一気に立体農場を完成させるぞなどと思っていたが即日土砂の在庫切れです。777もあったのにもうなくなっちゃったの？農場建設に遅れが出ちまうがこりゃ 100% お前が悪いぜ。集まれ皆の衆、大急ぎで土砂採掘機を建設するのだビーバー、超絶ずらー。完成し次第土砂を掘るのだ。で土砂待ちの間に他のことやろうと思い、前回汚水機能水の分水しようとしてそのまま忘れてたのを思い出す。つかやらなくても現状汚水機乗り越えられてるしな。目指すは完璧な分水。ついでにこっちも汚水の排水システムを構築するぞいつも沈んでて湧き水出てない悲しき湧き水。そういえば前回汚染被害出しちゃった池の汚水排水システム、これじゃダメじゃね？汚水の貯水槽と繋いだとて水圧がないので上に上がらずほぼ意味なし。やるならいっそ最下層まで掘って下水道からマップ外に捨てた方がいいかも。だな。立体農場建設は土砂の準備ができたけど、ルートがなくて建設できない場所が増えてきた。既存の農場の道と繋いでルートを確保。汚水、だばー。閉じ込めといても問題ないのに汚水の湧き水を開放。もしかしたら地下下水水車とか作るかもなので一応貯水バルブに改造します。さいですか。それでは汚水機に排水するための水路、ハッパー。崖の部分の下はすでにマップ外に繋がるトンネルが掘削済み。これで排水は完璧だぜ。あとは自動化設定も考えなきゃ、とりあえず温暖な気候になっても6時間排水される設定にすればいいかな？考えなしのガバガバ自動化。下の階層はうまく建設が進んでるのに、この階層一向に工事が進まぬ。どうやら地形ブロックの矢印の方向を間違えた模様。崩して設計し直しだと上の階層も崩れちゃうから、足場と端で無理やり押し通すぞ今日のビーバー脳は中身に筋肉が詰まってるぜ。そして立体農場の建設を続けていたら汚水機傾向を置く。これはある意味チャンスだ。汚水排水システムのテストができるぞ。汚水機まであと3日、間に合うかな？ビーバー全力投入だビーバーたちは長蛇の列を作り、その勢いのまま建設作業へとなだれ込んだ。あごめん、水門の高さ間違えちゃった。てへ。せっかく大急ぎで作らされたのに壊される哀れなビーバー。で水門破壊しててふと気づく、タイマーだけじゃ自動化ダメじゃね？と、排水の水門だけ温暖な気候に切り替わった時に排水を数時間続け、終わったら閉まる仕組みが必要。汚水センサーを使った方が楽そうな気もしたけど、メモリーと気象ステーションとタイマーを使うことにしました。
自動化はやり方の自由度が高いから未だ手探り状態。反対側の湧き水の排水路もトンネル開通。汚水器前に水を捨てる愚行。ハード難易度だったらやらかし案件だけどノーマル難易度だから楽勝。一応貯水バルブで自由に排水できる機構も取り入れられた。汚水器が来るぞー。マリサの警告がスピーカーから流れると同時に排水用の水門が開門。あれ？汚水流れてなくね？水門の自動化はミスってないのになぜ？横からダダ漏れやないかーい。だー、やってもうたー。急いで水門上げろ、被害が拡大するぞ。あいよ。そんなわけで追加の修正工事よろしく。このままでも十分なのにあくまで分水したいレイムさん。向こうが失敗したということはこっちも修正工事しなきゃだよ。まあこっちはもともと湧き水が水没してて水が出てこない場所だから特に問題なさそうだ。そして工事の完成を見守っててふと気づく、汚水による死傷？はい、水性農家さん地獄絵図再び。やっべー、こっちの工事中途半端な状態で忘れてたー。完全にやってもうたである。夜中にがっつり水門開放。汚水期初日に貯水を放出、ハード難易度だったら崩壊案件だったかもしれん。汚水、だばー。一応ある程度思い通りの形になったな。綺麗に分水された光景、私はこれが見たかったんだ。これ？こっちにも汚水あるぞ。ポンプの真下が真っ赤、それは見たくないよ。地下水路は排水が大変だ。などと汚水関連でてんやわんやしてる間に、立体農場がほとんど完成してました。大工さんもみんなお座り待機中。最上階は水を張るので漏れないように仕上げの堤防建設と、この部分を撤去して繋げれば完成。だけどこの後ビーバーノーなので忘れる。ほえ？農場は既存のジップラインが使いやすい位置に建てることにしました。本当は専用のジップラインを構築するつもりだったが面倒になっただけである。いや面倒なのは確かなんだけど既存の農場と連結すれば相互に支援できてメリットも大きいからね。物は異様だな。実験的に水路幅を狭めて水車を回そうとしてたけど回ってなかったので撤去を。幅を狭めると蒸発が早くなるからない方がマシだぜ。板の在庫が回復したので歯車の生産を再開。他の在庫もいっぱいだしまた大規模建設ができるな。加工板とかも工場自動で止まって暇ビーバーが増えてるから、職場調整しないとだね。レイオフビーバーはとりあえず農場行きかな？またもや汚染されちゃった水性農家さんの池問題は、工事の方針を改めマップ外への排水路の建設を開始。で農場が完成したので今回はワンフロア1品目で作付け。何気に人参の生産量が少なかったり、今まで適当すぎたので収穫量を把握しやすい形にした。最後のワンフロアが余ったのでここだけ全品目植えましょ。倉庫が空いてるもんだけ多分収穫されるだろうの精神。いのー、ちの水。水性農場が水で潤い、水性農家さんも張り切って作業開始。水が入ったことで立体農場も緑化され、サクッと畑の作付けが行われました。これで食料事情は安定だぜ。で汚染された池の排水溝工事は地下までの階段を作り、トンネル掘りが始まりました。汚水期の間ずっと水捨ててるのに未だに余裕の超貯水庫。下流に流しても水道橋から汲まれてくるからほとんど減ってない様子。やっと排水が終わったか。てかお前がパニクってバルブ閉め忘れなきゃこんな被害にはならなかったんだけどな。ばらさないでよ。そして放水がっつりして水位が減ったことで気がつく。ここ普段は水没してるんだから、汚水期の度に水門より上の綺麗な水も排水しちゃうじゃんと。完全に欠陥設計であった。こうなったら仕方ない、上を塞いで汚水だけ流れるようにしよう。汚水期に汚水も見えないし、もう前みたいに水門だけでいいと思う。見えないところにもこだわる、これが真のおしゃれさんだー。いっつも同じ服着てるやつが言うセリフじゃねえな。黙らっしゃい。そしてしれっと暇なビーバーを総動員して池の底の平坦化工事も同時に行われた。さあ池和が精鋭たちよ、顧客満足度 100% を目指し工事を進めるのだー。意味のわからない謎のこだわりのためにビーバーたちは今日もハンマーを振るう。キリキリ働けー。汚水の源のバルブも自動化しようとして、使うなら開放、使わないなら閉じるでいいじゃんと気づくのず。人はそれを当たり前という。ご飯休憩から帰ってきて再開してここなんで建設一時停止なんだと思い、撤去したら汚水出てきたけん。はい、そこのバルブ閉め忘れてます。はわわわわ、急いでバルブ閉めなきゃ。そして完全にパニックに陥ったビーバーのなぜか放水場のバルブを閉めるのであった。などとパニックになってる間に汚水分離の工事が完成。地上から見えないところで汚水の分離がなされた。
いのちの水。汚水器終了。汚水用の水門が自動で閉まっているか確認。しかし花火を見ていたので汚水が混ざったまま他の水門が開放されたのかは確認できず。糸かなし。もう片方の排水口には汚水少し残ってるねー。6時間開放じゃ足りなかったかな？つかバルブは開放したままでいいだろ。タイマー設定とかも色々と間違えてそうだな。はっぱー、汚水分離システム、完成祝いじゃー。完成してないのに完成祝いと言い張る。これがうちのレイムさんだ。後で設定頑張りまっしゅ。おい。では立体農園を完成させ汚水分離システムの構築を始めたけど微妙だなぁとなったところで今回はここまで。とりあえずやる気だけは認めてやろうと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。嬉しいです。なんやかんやビーバー脳が不調だったのかやらかしが多くて工事が難航したレイム。しかし難航したおかげで資材の在庫はたっぷり。次回は巨大建設のターンになるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。実績解除のため投げ捨てた食料を取り戻さんとせっせと立体農場を拡張した我らがビーバー。汚水器に残るわずかな汚水を完全に除去するため試行錯誤。まだ完璧じゃないけど微調整しながら仕上げていくぞー。で今回からはエクスペリメンタルモードだー。バージョン 1.1 の実験版、色々施設が増えてるみたいだ。追加された中で私が特に注目してるのは小型自動ポンプ。これは使い方次第で湧き水を最大限に活かせる可能性を秘めてると思うよ。防水パワーシャフトも使い勝手良さそうだ。これは前からモッドで公開されてたやつ。モッド開発した時にソースを参考にしてたくらい過去が。トラウマ蘇っててくさ。あとドーム庭園やサウナとかの娯楽も増えてるみたい。細かく説明してたらそれだけで尺取っちまう。まあ遊びながら色々試してみようぜ。あと毛がビーバー多くね？療養中が63匹。前回がっつり土砂採掘をさせて毛がビーバー続集打つ。一部建設作業小屋も止めてたのでついでに撤去。でその跡地に、お久しぶりです天文台。悪魔召喚のために科学ポイントを666で止めてたレイム。これでは新施設がアンロックできない。エアロックと防水シャフトは300だからギリ足りるね。めんどくて放置してたけど栗の在庫がいっぱいなのでグリルを適当にマシマシ。焼くスピードより食べる方が早いビーバー。前回作った排水口に汚水が残ってたので手動で排水。未だに慣れぬ自動化設定。水生農家さんのポンプ動いてないじゃんと思ったら風車一つ作り忘れてたけん。おい。ついでに拡張前からあった堤防を撤去して水を共有。ポンプも増えたしこれで止まってるただの飾りとかしてる水車も回ってくれるかな？微妙だけど動いた。よかったな。全問題が完成。これで新施設のアンロックも時間の問題だぜ。で科学ポイントが溜まったら小型自動ポンプを使って、この水没してて水圧で水が出ない湧き水を、小型自動ポンプの水圧を使って水道橋まで揚水するシステムを構築するぞー。何度も直したのにまた壊されるとか、ほんと報われない水門だな。ビーバーの世界は常に進化しているのです。そして水圧で水を上に持ち上げるためのパイプとなる部分の設計に着手。建設に時間かかりそうなので科学ポイント貯まるまでにある程度作っとこう作戦。水道橋の縁の部分はビーバーの通り道にもなってるので、エアロックで水をこぼさないように工夫。本来はダムの下とかに作ってメンテ用の通路にするのが普通の使い方かな？あとは水圧を維持するために水路に蓋をします。突出部と防水フロア。こんな感じでおなしゃーす。小型自動ポンプがアンロックされたら手前に設置して、追加の堤防工事をする予定。縦に積み上げるから地味に工数多いよ。さあ皆の者、楽しいお仕事の時間だー。ビーバー、ずらー。丸太は使い切れないほどある、一気に作り上げろー。科学ポイントが溜まったのでサウナも同時建設。汗を流せば心配事もすっきり、ビーバーの心配事か、気になるな。気になるも何も目の前に怪我だらけのビーバーが、労災を心配するビーバー。その心配取り除いてやろう、医療ベッドを増設だー。怪我させない方向で考えないのがうちのレイムさんだ。天文台建設から4日が経過し、科学ポイント4000が用意できたので小型自動ポンプをアンロック。矢印の方向へポンプのパワーで水を送り込めます。液体の種類も水と汚水が選択できるから汚水の分離もできるぜ。流量も設定できるから水車との相性も良さそう。でも動力も必要なので新たに追加された防水パワーシャフトを使ってみましょ。小型自動ポンプは一気につき動力700、結構パワー使うぜ。
そしてポンプ前に足場を設置して密閉しようとしたら足場設置できなかった件。ダメじゃねえか。どうやら足場プラス突出部で密閉できそう。スクリュー部分は干渉するようだな。てなわけでこんな感じで作り直してください。2度手間入りまーす。で乾燥した土地でしか植林できない多肉植物の栽培にも挑戦。50日で1の水を生み出す模様。なおウプ主は植物を田で食用の多肉植物を家で栽培してますが水はやらないと枯れるのでリアルでは水やりましょう。これは品種登録前のおぼろ月、普通にうまいぜ。そしてコンバージョンでは森番の詰所の職員さんに帽子が追加されました。かわいい。こういうアップでは大歓迎であります。だな。サボってる姿も2割増しで可愛いな。働け。木こり担当もサスペンダーみたいの装着しております。海外だと木こりはサスペンダーするもんなのかな？日本の木こりだと木登り機予作のイメージしかないよ。いやチェーンソーもあるし道具はいろいろだぞ。木こりを変に決めつけんな。多分前からだけど運搬員は所以降背負っております。めっちゃ肩に紐が食い込んでそう。安定の麦わら帽子。収穫作業をサボって日向ぼっこ。あと炭鉱夫はヘルメット装着が義務付けられました。安全確認。よーし。ここぞとばかりに以前作った現場ビーバービバウッド版を再利用。さて開発に戻りうっかり忘れてた蜂の巣を設置。下の階にも影響するからこれはやらないと損。で小型自動ポンプが完成したのでその上に堤防を積み上げます。地味に大変なやつ入りまーす。手前側も同時に建設できるように吊り橋で足場を設置。夜中にやるなよミニキーだろ。仕事終わりにサウナで汗を流すビーバー。夜中の上に湯気が出すぎでさらにミニキーな。まあ昼間は働かせてるのでそれはしゃあなし。サウナ上がりに泥場で整うビーバー。もうこいつら人間よりもいい暮らししてんな。てかサウナの後は泥場よりも水風呂がいいかな？てなわけでサウナの近くを整備して川辺の保養地を増地行く。サウナで温まってからの川ダイブ、これはビーバーたちにも受けそうだ。手前の堤防同時に4匹までしか作業できないのでやっぱり時間がかかりそう。致し方なし。お前、暇そうやなぁ。新たなお仕事を用意せねば。暇ビーバーたちへの公共事業、この水没しがちな湧き水も小型自動ポンプで汲み出すぞー。こっちはこんな感じで水道管で繋ぐとかわせず、池の水を上に上げるだけな簡単な設計を採用。ここは特に汚水分離とかしてないもんな。さあお座り待機してたビーバーたちよ。仕事で汗をかけ、そしてサウナで汗をかくのだ。水分補給も忘れずに、カッサカサになっちまうぞ。シャフトの設計もして完成を眺める日々。暇？そして他の水源も見てふと気づく。この水圧で止まってる湧き水、少し工事すれば改善できるじゃんと。湧き水は水位 0.8 で止まるけどポンプ使って堤防で1まで上げれば出っ放しにできるぞ。ぶっちゃけポンプだけで機能すると思う。これが考え不足のビーバー脳だ。ああ？てなわけで堤防を消して水位調整用に水門設置。これならすぐに完成するな。それでは最後のシャフトも完成。小型自動ポンプ稼働。水圧で止まってた湧き水が流れ出した。これで温暖な気工事は湧き水が使いたい放題だぜ。あ、前回から掘ってた下水道の工事道伸ばすの忘れて工事止まってた。安定のやらかし。さあ起床の時間だ。皆の者、職場へ走れー。通勤ビーバー、ずらー。今日も一日ご安全に。で色々建設してる間に科学ポイントが溜まったので、ドーム庭園と北条の広間をアンローク。これでアプデで追加された施設が全部揃ったぜ。アプデで思い出したけどリレー配信のアンドも、プラスで条件を追加できるようになったよ。一つでも使いこなせない論理演算がパワーアップ。ドーム庭園は結構デカめの水を使う娯楽施設。アゴラに似てるな。記念碑の北条の広間はどんなもんかな？必要資材が多いがそれに見合うかっこよさだ。なんとこちらの北条の広間、中に道を敷くことでビーバーたちが通ることも可能。これは都市開発者のセンスを問われる建造物。工夫次第でいろんな設置方法ができそうだね。真ん中に足場もいける感じか。金属の足場なら上にも重ねられるね。中にシャフト通したり機能性も持たせられそうだ。で北条の広間を使って大規模に住宅とか整えようかと思ったんだけど、ここもロボン地で隠れちゃうんだよね。見えないところに作るのはさすがに映えない。てなわけでこの辺がっつり聖地出動。建設作業員のみんな、引っ越し出動。天文台周辺も役目を終えたし聖地するので撤去。稼働期間わずか10日。シャフトを繋いでない地熱エンジンが1機あるので、一応天文台一つだけ再建設しましょ。
またなんか追加されるかもしれんしな。建設作業員の小屋はちょっと通勤遠くなるけど工業区の隣に建設しました。まあ資材までの距離は近いからそこまで利便性悪くないかな。気がついたら小型自動ポンプ完成してたポンプの水圧で湧き水を巨大貯水湖へ汲み上げるシステム完成。これで若干卑怯臭いレベルで湧き水汲めるね。まあ動力食うから序盤は使えないし、ゲームバランス壊すほどのものではないかな。さあ丸太を持って建設作業員の小屋を建てるのだ。前のビーバーのお尻に丸太を突き刺さないよう、注意して運んでください。デストローイ。職場の空き情報を見つつ敵に聖地予定地を変えたい。そしてこの時壊しちゃいけないジップラインの駅も変えたい。製品展示場。当社の誇るエアロックと防水パワーシャフト。だが邪魔だから壊す。じゃあ最初からつくんじゃねえよ。いやーダンスホール作るのにいい場所がなくってね。まあここはここで微妙に遠いぜ。今使ってるダンスホールの場所も聖地の対象なので、一応代わりは作らないとね。しれっと毛がビーバーがいても療養所を解体する、血も涙もない鬼の所用。これがうちのレイムさんだ。まずは緑地化される範囲を見極めつつ葉っぱで整地、計画としては小型ポンプで水を汲み上げて噴水作るつもり。方法緑地化しない部分を噴水で緑地化する感じか。ご覧ください。世にも珍しいジップラインで立ち往生するビーバーでございます。こらこら晒し物にしてやるなよ、かわいそうだろ。なんであんたそんなことになってんの？適当にジップラインぶった切ったら上の方へ移動して救助成功。しかし切断したラインの再接続ができなくなり困惑。何故？倉庫にはまってる奴がいたりと色々おかしくなっちゃったのでバグったかと思い再起動。だが再起動するも何も解決せず。もしかしてちょうど同時期に完成したエアロックのせい？もったいないがエアロックを解体じゃー。そして夜中に気づいてしまう、街の道とジップラインの駅が繋がってなかっただけと。畜生ボンミス。などと少々のやらかしはあったものの整地作業は順調に進行。ビーバー、ずらー。危ない場所だから深夜にハッパー。まだビーバーたちが起きてる時間なのでいい感じにラグっております。整地した場所に住宅建てたらもっと重くなるかも。前に3000ビーバーやったしその気になればまだいけらー。それでは本日も整地をお願いいたします。ビーバー、ずらー。再び。爆薬を持ったビーバーが宙を舞う。これが我が町の日常。嫌な日常だな。でもそんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。こんな感じで楽しく作業してるところ。悪い、段差見誤ったんでやっぱなしで。おい。低い位置の植林地と高さ合わせるつもりだったんだけど、植林地の方を一段盛り土することにしたんよ。せっかくここまでやったのに哀れ。初期の天然の地形を使った植林場だから、川の水位に合ってないんだよこの辺り。丸太1万本あるし、植林地整備するなら今がちょうどいいタイミングだな。段差がなってた部分をハッパー。通勤に使う駅へのアクセスが遠くなったがすっきりしたな。ジップラインの駅もそろそろ整理しなきゃだけどめんどい。おい。空中に作ることで街の景観を壊さない感じで、ドーム庭園が建てれそうだったので建設開始。完成が楽しみ。そして気づかぬ間に稼働してた小型自動ポンプでの揚力発電。気持ち水車の回転速度も上がった気がするぜ。エアロックの挙動もこちらの予想通りでございます。汲み上げた水をこぼすことなく流しビーバーも通行可能。これは便利なものだ。では開発再開、掘りすぎちゃったところを埋め直してくれー。なお噴水予定地はまた掘るので2度手間どころか3度手間になる予定。そして色々と完成させたというのに未だに終わってない下水のトンネル工事。また道のバスの忘れてた。ほんと学習しねえやつだな。お水域が来るぞー。そしてお水域が到来。さあ自動化はうまくいってるかな？まあ私のお水域警告放送と同時にお水の水門は開閉してるから大丈夫そうだ。小型自動ポンプへと続く水路にも一滴もお水漏れなーし、完璧であります。やったぜ。美しく排水される様子に思わずにっこり。これは気持ちいいな。反対側の湧き水も綺麗に分水できてました。前回はグダグダだったけど今回はうまくいったぜ。やらかしの多い水生農家さんの湧き水も無事を確認。しかしその下はやらかしの残骸の汚水が今も残る。汚水が乾いたら整備しまッシュ。こっちの湧き水は従来の水門方式なので特に問題なし。汚水機明けにちょい汚染されるくらいだな。
そこまでシビアに設定する必要もないけど、一応ここのポンプは温暖な時期だけ稼働するように設定と、湧き水出てない間も汲み上げると、ここの池が干からびる可能性もなきにしもあらず。ついでにハッパ細かい調整もこれで完了。では汚水期が始まりドーム庭園が完成したところで中で楽しむコビーバーを見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。新たに追加された小型自動ポンプを有効活用して湧き水のポテンシャルを大きく引き出したレイム。残す新施設は北条の広間、うまく使いこなして美しい景観を作れるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。エクスペリメンタルブランチ 1.1 を導入して小型自動ポンプを手に入れた我らがビーバー。若干トラブルもあったものの小型ポンプで揚水発電にも成功。今回も新施設を使って開発頑張ってくぞー。現在の状況はこんな感じ。がっつり再開発するために整地作業の真っ最中。前回動画編集してて気づいたんだけどここシャフトないじゃん。まあなくても平気な場所だけど。気づいた君は名探偵だ。支柱あった方が緑地範囲増えるかなと思いちょびっと追加工事。細かい修正入りまーす。さあ追加の埋め立て指示も出したぞ。ここも埋め立て噴水の建設予定地を確保するのだー。土砂袋を片手で担ぐパワフルなビーバー。丸太はしまいきれないほど在庫がある。団地裏の植林場も叩き潰して平坦化するぞー。この世界を再生へ導くビーバーたち。しかし時には破壊神モードになる。平坦化に合わせて元水川で現在貯水湖の水を流してる川の水門を刷新。でもそこに作ると奥の家が水没しちまうぜ。そこで考えたのがこの堤防で囲って床部分を防水フロアで防水するシステム。で手前2棟は水没しても平気な高さだったおい。水没するのはこの1棟のみ。どうやって対策しようかな。まあ後で考えよ。適当だな。盆地の埋め立てが結構進んだぞー。高台にあるあの家をどう扱うか判断が難しいな。初期に作って割と気に入ってるから残すか悩むねー。まあ今は整地作業だ。こっちの植林場も全撤去だ。50サイクル突破の実績は解除したいからそれまでに考えよう。まだ34サイクル、先が長え。最近一動が1サイクルなのがやばい。くさー。ビバ団地前の森番の詰め所や、こんなところにあったんだのレベルでしか認識してなかった建設作業員の小屋を撤去。やっはー、再開発の礎となれー。ビーバー、ずらー、破壊神降臨。こらをやめなさい。お友達を生き埋めにするのはさすがにいたずらっ子じゃ済まないよ。お尻ペインの刑に処すぞ。あ、土をかぶせて救出作業してたのね。無事に引きとも土に帰らず生還できました。立体農場1階も高さ低いので建て直し新築の香り消える前にまた建て直す計画性のなさよ。木製ハンマー一つで大木を叩き折るビーバーの腕力の恐ろしきこと。歯でかじり取るのは伝統を重んじる木こりのビーバーだけ。さすがに丸太がもったいなく思えたので空き地に適当に貯蔵構造地行く。コピペ機能で楽々増築。そういえば今汚水期で湧き水周りの汚水のシミが気になるので、なんとかしたいけど堤防に汚水防壁が使えないのず。堤防崩して地形ブロックに置き換えるか？水生農家さんほんますんません。汚水された水を排水した後水門を閉め忘れ、半分後骨が枯れてしまったボンミス。何度も同じミスしてすんません。当チャンネルは基本的に失敗からのセーブロード禁止なのでこういうミスは動画的に地味に致命傷。お次はビバ団地も撤去して整地したいので、団地の建て替えをしまーす。今回は屋根もつけて少しリッチな団地に進化。こんな感じでおなしゃーす。前後森に囲まれた高立地から、目の前が汚水、さらにうるさいギアの音の最悪な場所に移動。まあ食料庫までは割と近いから許して。汚水期明けは汚水の水門の挙動を確認したいので、花火を打つタイマーを3時から20時に変更。つかそもそも花火は夜見るもんだ。いのーちの水。汚水期明け同時に閉まる水門そして花火の音、つまりタイマーの設定を間違えているということだ。意図かなし。この設定じゃダメか。まあ諦めず街開発しつつ合間見てちょいちょい試そう。あ、いいよ。水生農家さんごめん。綺麗な水が少ないところに汚水の原液ダバーした様子。ギリ病気にはなりませんでした。農家さんの再建が完了。ジップラインもしれっと立て直してあと少し隙間を埋めれば整地も完了だぜ。
家団地撤去したらそこも埋め立てるのでまだまだ整地が続きます。汚水団地が完成して自然豊かだったビバ団地が解体。さあ行け我が精鋭たちよ、爆薬で水路を掘り、そこに合わせて盛り土を進めるのだ。ビーバー、ずらー。盛り土で一段上がったのに水門のバルブ一段上げるの忘れてた。二度手間入りまーす。立体工場を支える家が水没する件は結局いい考えがまとまらん。崩落覚悟で作り直しだ中に住んでるビーバーもいるのになんと非常な。倒壊した建物の中からビーバーの亡骸が、お前ついにやっちまったか。うぶずるー。などと事故のように見えたが実際は日齢104歳の老衰での大往生であった。そして亡骸は土へ帰った。と見せかけ隣の螺旋階段に不思議な力で瞬間移動。たくさんの参列者の中ウブズルーの葬儀がしめやかに行われました。いや建設工事してるだけだろ。夕刻まで参列者は途切れることなく、ウブズルーの生前の人望の厚さが感じられます。ご冥福をお祈りいたします。で立体工場の工事は少し見た目変わっちゃったけどなんとか復元できました。元の形が思い出せず装飾減少。そして平坦化の基礎工事もほぼ終わり、噴水設計のための測量を開始。やっと大規模再開発の始まりだぜ。喜びの泉を中心に街のデザインを考えてくぞー。背後の立体工場と植林場が隠れない程度の高さで調整いたしました。地下から小型ポンプで水を汲み上げ周囲を緑化する命の噴水。このままだとカクカクしすぎなので耐久限界まで周囲を削り取ります。建設部分が減ればそれだけ工数も減って一石二鳥だぜ。用水用の小型ポンプはこのトンネルに設置予定。ポンプで持ち上げられた水で噴水の池を満たすシステム。まだ建ててない北条の広間を支柱に通して設置も考えたんだけどなんかダサいので却下。つかこれ資材消費もエグいから使いどころは要注意。それでは皆の者を、建設に取り掛かれちょうどマンション前のジップライン駅近くに足場を組みやすい場所があったのでこれは建設すぐ終わるかな。若干危ない位置なので深夜にハッパこの掘り下げた奥側を境界線とし、全部平坦化予定。で下流の貯水池の位置も定まったので、噴水から出る水を流す水道橋も追加で建設。噴水から流れた水は再度組み上げられ循環するシステム。設計できたのはいいんだけど、土砂ブロックの矢印上下逆にしときゃよかった。これだと奥側からしか建設できん。設計やり直しが面倒で足場は結局この形になりました。ズボラこんな感じでおなしゃーす。しかしこのままでは建設できないことをこの時の彼女はまだ気づいていない。ほえ？足場建設で階段裏にビーバーが閉じ込められないよう監視中。ビーバー、ずらー。小型自動ポンプにはシャフトも必要と思い出し、地下水路にシャフトを設置。防水シャフトも追加されたし、街への動力供給にも応用できそうだ。水路シャフトへ動力を伝えるのに、以前意味なく作った立体植林場の支柱の家の動力伝達システムが役に立ちました。この家しれっと動力通っております。この部分土砂じゃないの気に入らん。土砂で埋め直しだ。おいおバカ、そんなことしたら貯水してる水が。水だばー。植林場が水浸し。やっべ上からのぶん投げで速攻埋め立て終わると思って油断してた。安定のやらかしで洪水でパニクってたらこれですよ。お友達を閉じ込める陰湿な子は夕飯ベリーの刑にしてやれ。どうせ水は溢れちゃってるし、ここも土砂ブロックで作り直しましょ。細かい修正入りまーす。その結果がこれである。ひまわり畑が水浸し。で洪水してふと思う。これ河口側も吸い上げた方が管理が楽そう。護岸の高さを上げて水没を防ぐシステム。もういつ作ったかも覚えてない水門。いい機会なのでここも掘り下げバルブ調整機構を追加。バルブで水位3を維持して常に水道橋へ水を供給し、ここが溢れれば水門上から排水する構造。はっはー。目の前で爆発が起きても作業の手を緩めない勇敢なビーバー。水やりすぎで多肉植物が枯れそう。リアル多肉植物が半透明になり枯れることをジュレルと言います。豆知識。多肉植物が枯れる前に最優先で護岸工事を進めるのだー。ビーバーの仕事を監視して速攻で地形ブロックの建設依頼を出す匠。ウブズルー家や土地の水門工事が終わったので古い水門を解体。見た目以外ほぼ変化ない地味な工事。護岸のかさ増しで河口の水位が上がるので、こちらの水門も一段上に作り直し。目の前の水門が邪魔で一番下をバルブにできなかった妥協の産物。この工事により元植林場が全て水没し貯水湖になりました。ビーバーたちの開発は続く。
ぬわー、完全にやってもうたー。画面をぐるぐるするんじゃねえ、鬱陶しい。1サイクルまるっと録画をミスった。致命的なやらかし。そんなわけで再度録画、元いタイムリープマシンを使い、1サイクル前に戻って参りました。てなわけで未来を見た私は知っている、建設されてない場所、ブロックの矢印の方向が間違っていると。知ってることでまた同じミスするとかやらせ感が半端ないのでさすがにできねえ。こうなるので当チャンネルは基本セーブ&ロードは禁止なのです。あ、その足場もそのままだとダメなやつだったのな。矢印の向き、これでいいかな？未来で修正した部分なのに覚えてねえ。タイムリープした意味がない。これがビーバー脳だ。タイムリープ前は下水トンネル完成に気づかずトラブったんだけど、未来を見たので事前に対処。堤防を使い瓦礫を手動で移動するセコ技入りまーす。製粉所のためのシャフトが邪魔なので足場の上に再建築。下通れないし奥に古いシャフトあるから地味に邪魔。未来ではこの辺は全て貯水池となったので、水没してる木は全部刈り取っちゃいましょ。護岸工事で取り残されたビーバー。でもすぐに護岸が完成して無事救助されました。一安心。噴水の工事も着実に進んでおります。タイムリープ前は異変に気づかず数日工期が遅れてた。小型自動ポンプを設置する場所に防水パワーシャフトを建設。タイムリープ前は普通のシャフトを建設してしまい、なんで水が上がってこないのかとパニックになってました。恥ずかしいからばらさないでよ。へへー。奥には汚水が詰まっている。注意して貫通させろ。意外と汚水は少なく被害なーし。これなら数日放置でも完全に乾いてたかもだったね。だな。今まで分割されてた河口の貯水池の水位が盛り土によって同じレベルになった。一気にここも掘り下げるぞー。初期計画では水路から排水予定だったが、面倒になって一括管理することにしたのず。一段上げた水門も完成。後ろに隙間ができたことでマップ外に水が捨てられてないか視認しやすくなった。噴水がほぼ完成したどー。タイムリープ前は汚水期までかかってたから今回はかなり早く建設が終わったぜ。なので追加で意味のない階段を設置しました。まあ噴水周りを装飾するのにも階段はあると便利かな。河口の池の水位が一マス上がった影響でここの畑は水没するので、こちらの農家さんは今日で廃業です。代々受け継がれてきた農家さんを無慈悲に地上げ。下水工事は以前掘り進んだけど、結局使わなかった部分の埋め立てをします。細かい。まあ小型ポンプで汚水を汲み上げればこっちに送ることも可能なんだけどね。さすがにマップ外に通じる下水完成した直後にまた方針を変えるのはめんどくせえな。気づかぬ間に噴水に水が溜まっておった。実況者にあるまじきボンミス。てか高さを見誤って喜びの泉水出てないし。ダメじゃねえか。糸かなし。もう一段池を高くしようかとも考えたけど見た目がごつかったので却下。で喜びの泉を一段低く作り直すことにしました。意味なく作った階段が早速使われることになったな。貯水バルブ開放。貯水池に戻ってこれで無駄なく循環されるぜ。今まで2つの河口を分断してた水門よさらば。今後は両方の水を一括管理だ。汚水期前日になったので下水への道を削除。物理的に入るの禁止。汚水期が来るぞー。未来の知識を持っている私は知っている。この湧き水がきれいに汚水と分離されることを。いやバルブ開放されてないんだが。あ、貯水バルブのオン設定忘れてたわ。タイムリープ前はちゃんとできてたことすらできねえ。これがくるみサイズのビーバー脳だ。こっちの水門はちゃんと排水できてるね。でも水門部分に綺麗な水が重なる謎現象起きてるけどな。暇ビーバーがいたので河口の貯水池をきれいに埋め立て。天然の地形ガン虫のカップ開発。喜びの3連は青。街の新たなランドマーク、ここを起点に再開発計画を練ろうぜ。あいよ。そして気づいてしまう。ここにバルブつけても水位調整できないじゃんと。水位も何も垂れ流し。噴水の水道橋も延長することを考慮しているので、とりあえず手前に水門でもつけときましょ。さいですか。で装飾はずらっと記念碑。丸太や板がだだ余りなので在庫処分も兼ねてます。そして今一番の悩みの種。多分植林できるが綺麗に緑地化できてないな。現在ビーバーたちは毛皮の潤いが足りていない。これは川辺の保養地を作るのが良さそう。シャワーでもいいな。てなわけでまた地下からポンプで汲み上げて川に戻すシステムを考案。これぐらいならすぐ作れそうだ。面倒だけどいつかスターマインを成功させたいので地道に花火ランチャーを造成。
地形の段差によって飛距離変えたりしないといけないので地味に大変な作業である。用水川辺の保養地、やっぱやめたー。うちのレイムさんは今回も情緒不安定。いやこっち側も水道橋を伸ばせばシンメトリーになるし、見た目が映えるかなと。水が流れるならこっちに川辺の保養地建てた方がビーバーも見やすくていいかもだ。しかしこの水道橋の下にジップラインを通すのが結構辛かったよ。頭こすってハゲるビーバー続出しそう。足場の上だとダメだったけど地面にジップラインの桁を置くことでなんとか敷設成功。地道にやってた平坦化作業があと少しで終わりそう。そのあたりはシャフトだらけで作業が結構遅れてました。お仕事いっぱいあるのに、お前、暇そうやなぁ。サボりは絶対に許さない鬼現場監督。では隙間バイトで爆薬の設置をお願いしまーす。すでに上流の貯水湖の水すら持て余してるのに、さらに河口の貯水池も底下げする過剰な公共事業。さあ暇ビーバーよ、キリキリ働けー。働いた後の飯はうまいぞー。ビーバー、ずらー。作業優先度下げて指定してたのにここまで集まるのはちょっと予想外。この程度の作業じゃ即日終わるぜ。じゃ追加で湧き水周りの汚水のシミが気になるので汚染防壁で囲ってもらいましょ。なくても何ら問題ないが細かいところにこだわるのが建築の匠。汚水期終了。さて歌を歌ってって、花火上がってるー。まさかのフライング花火。いのー、ちの水って一応それは歌うのな。抑えきれない魂の表れであります。さてお楽しみの葉っぱタイムじゃー。今シーズン最大級の大爆破漏れなく綺麗に葉っぱできるかな？ひげ、公園連爆乱舞の舞。乱舞の舞って舞が被ってんじゃねえか。適当な技名をつけんじゃねえ。あと画面式で撮影してんのに、がっつり左下爆破忘れてんぞ。やり直していい？当チャンネルは基本セーブ&ロード禁止です。糸かなし。まあこういうこともあらー。謎のこだわりにより追加の葉っぱ。この縛りのせいで信長の野望の関ヶ原田中の動画がいつも失敗してボツになるんじゃー。マジで無理なやつ。では汚水期が終わり小型ポンプを使った新たに完成したランドマークの噴水を見つつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。ハイプは私のやる気スイッチです。噴水と同時進行でしれっと河口に巨大な貯水池工事も行い大量の貯水を手に入れたレイム。でも洪水の時に水捨てまくった影響で水位が安定せず、隣の植林地が乾いたり潤ったり繰り返してるぜ。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。